チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい。皆様聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは。カラスマ100です。いつも来ていただいてありがとうございます。本日はですね、ちょっと企画雑談ということで、スカーレッタコンビ 1.1 周年記念雑談ということで、田名風花さんとのコンビでスカーレッタクローワルツというのをやらせていただいてるんですけど、これが 1.1 周年経ったのを記念しまして、2人で活動の振り返りというのをやりたいのと、あとただね、いつものフリートークというか、いつもですけども、政治的暴力に反対しているので、ですね、時事問題についてもお話ししてみたいなというふうに思います。現在進行形の社会問題、政治問題、差別、ヘイトスピーチ等について取り扱いますので、いつも通り視聴にはご注意くださいということで、風花さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、人権派魔法少女スカーレッタクローワルツピンクの方、音羽の風花でございます。今晩もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。音量とかね、ちょっと大きかったり小さかったりしたら言ってください。あと、スカーレッタクローワルツの黒い方こと私なんですけど、緊張や集中で思ったず笑っちゃったりすることありますが、特に霊障とかしてるわけじゃないんで、お気をつけください。あと、配信チャットルールですね、誹謗中傷差別等は禁止しておりますので、そちら、守っていただければというふうに思います。
はい、ということでですね、皆さん来ていただいてありがとうございます。しょうがさん、ペタさん、ですね、ロングツさん、パフィンさん、伊沢さん、かなしみさん、ミニラトルさん、無欲さん、マヤフさん、コンカラスです。コメントありがとうございます。はい、湯島さんの件ですね、ちょっと最初に取り上げたく思いますので、ちょっと先にこのまま話しちゃいますか。そうですね、流れで。はい。っていうことでですね、私の振り返りとかの前にちょっとお話ししたいことがあります。今日で、入管でですね、亡くなられましたウィシュマ・サンダマリさんのご周期となりました、謹んで哀悼の意を表します。はい。こちらの事件ですね、皆さん知ってると思うんですけど、名古屋の入出国在留管理局の施設に収容中だったスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんが亡くなってから、今日で5年となりまして、愛知県愛西市のお寺で法要が営まれました。妹の、ポール・ニーマさんは時が経つにつれて辛さが増していると語り、入管ではですね、相変わらず国が責任を認めていないので信じがたいことなんですけれども、相変わらずですね、反対運動等が続いているということでございます。後でリンクとかまとめておきますけど、今日でですね、名古屋入管の収容中に亡くなって5年になります。医療対応の在り方をめぐり遺族が国を提訴しております。2023年に入管法が改悪され、難民申請が3回目以降の人などの送還が可能となり、当事者や支援者から反対の声が上がっていて、私もずっとそれをね批判し続けているんですけれども、なかなかですね解約されっぱなしで、悔しい思いをしているところでございます。はい、バーニングトールさん、あくまでも Z さん、コンカラスです。で、マヤエフさん、いつも本当ありがとうございます。ツイート見ました。こちらですね、3月6日、湯島さん、ツイートアクションということでですね、名古屋入管前とですね、お寺と、名古屋駅前のアクションでですね、参加いただいたということで、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。湯島さんに連帯している皆さんとも連帯したいと思います。はい。そうですね。やっぱり、誰かを失うって、やっぱ、もう、時が解決するとしか言いようがないものじゃないですか。私も一昨年ね、祖父を亡くしましたが、いまだに、やっぱ傷は癒えてないというか、なんならね、幼い頃に亡くした祖母のことでも傷が癒えてなかったりっていう風にするわけですよね。そうですね。それなのに今回ね、ウィシュマさんのご家族に降りかかっているのは到底正義があるものと思えないところで、そうですね、不正義そのものですよね。そうですよ。はい、だから死を悼むどころの話じゃないようにしているっていうのがやっぱちょっと、だからそうウィシュマさんの死と向き合うとかいうことができない状況に追い詰められているというのがどれだけおぞましいことを強いているか。だからやっぱ時が増すにつれどんどん辛くなるばかりだっていうのはもう本当にその通りですよね。本当にだから傷が癒えないとしてもできる外側からできることはねしっかりしていきたいので、どうにかし入管にですね脳を突きつけていかねばならないなと改めて、ね、この日に思いを走る次第でございます。はい、はい、そうですね。あれからもう5年も経ったのにね、ウィシュマさんと家族を侮辱した梅村みずほさんは参政党に入り、さらに排外主義を広めるというですね、もう信じがたいムーブをしでかしていますけど、本当ああいう人って何も変わらないですね。はい、信じられんなという記憶ですけれども、はい、どの道ですね、我々は、こういった排外主義差別に反対してまいりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。オレンジを我が手に取り戻しますよ、我々は。はい。そうですね。ふうかさんの衣装ね、だからオレンジがあしらわれてるんですよね。そうです。そういう由来があるんです。
ということで、サズデーさん、マサイさん、ゴゴブリーさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。周年おめでとうございます。その上で、入管は一人対しての正しい対応をしろということでですね、ありがとうございます。ねぶたさん、コンカラスです。入管法に関しては、ほとんどのというか、立憲民主党よりですね、立憲共産社民、その他令和などの政党は全部、改悪に反対してるんで、まあ、再改悪というかですね、改正そのものを取り消しするっていうことの主張はされてたと思いますね。はい。ね。サンセイトバスターズさん、コンカラスです。そう、結局ね、そういうヤフーコメントとかで当時誹謗コメントがあってたりして、本当ひどかったですよね。だから、ご遺族側からすると、顔も知らない誰かに、自分の大切な人のことを、死も含めて侮辱され続けてるっていう。でもヤフコメに書き込むやつらは顔も名前もないっていう非対称性差があるよなっていうところなので、ネットの匿名性がいいように働くところっていうのも、そのマイノリティのね集まりとかコミュニティとかではあったりするけど、それ以外ではやっぱそういう加害的側面をね、やっぱしっかり、だからやっぱ誹謗中傷した人たちが厳格に裁かれるような社会にしていかないといけないよねって改めて思いますね。ね。そうだからなんか人とね、だから国籍とか人種が違ったらなんか別の人間と思うっていう、そっちの方が私はよく理解できないんだけど、それはね、コミュニケーション取るのがね、英語だったり、なんか別の言語だとそれ難しいっていうのはあると思いますけども、それをすぐ非人間化するっていうというのはね、やっぱりちょっと難しいですよね。そう、参政党とイスラエルのせいでオレンジに風評被害が出てますよね。はい。いや、そう、飲料とかお菓子メーカーとかに全部に言いたいんですけど、オレンジとかレモンとかの柑橘系をイスラエルから取るのやめてください。はい。だからもともとだからパレスチナの名産なんですけども、イスラエルの入植のせいでああやってね、名産として奪われてしまったというところですよね。いや、ほんと梅村みずほおかしいですよ。だから維新に切られて、ついにね、政治家として終わったと思ったら、なんかあんな感じで華麗に復活しやがって、なんか、でもそのことをもうちょっと他の政党は批判した方が良かったと思いますよ。だって私とかね、市政の人間はやっぱりめちゃめちゃ梅村のこと嫌いだから、みんな言ってたけど、あんまりやっぱりそうですよね。表だって言われること少なかった気はするので、でも大スキャンダルだし、それが原因で維新をクビになってる人間なんだから、やっぱり豊田真由子もそうだけど、やっぱり復活すべきじゃないですよ。はい。はい、そう思いますけどね。だからやっぱ、賛成といらないなって、いらねえなって思う。本当に潰せなかったのが、本当に心の。いや、でもまだここから先戦っていかないといけないので。そうですね。すっかり、なんか定着しちゃいましたから、参政党を否定していかなきゃいけないですね。はい。ダメなことだとはね、頭では思うんですけど、それ以前になんか意味わかんないですよね。なんか、帰化した人まで差別してるじゃないですか。帰化っていう言葉自体がなんか差別的な言葉なんですけど、なんだこいつらっていう参政党イズムは理解できないですよね。そうなんですよね。で私ダブルルーツの友人がいるので、その子たちのだから、親御さんの片方はこの国で生まれたわけではない方、日本で生まれたわけではない方なわけですよ。だからね、このまま台頭させ続けると、私の友人はこの国で生まれたけれども、例えばその親御さん側は、ここの永住権を失ってしまうかもしれないとか、あとその子供たちもだからまとめてひどい目に遭わされるかもしれないっていう、やっぱ
うん。そこ恐怖があがりますよこね。う、本当に悔しいでうすん。ね。なんでこのままなんだろうなって。なんか、うん。そう、その子たちに寄せて私の懺悔があるんですけど、はい。やっぱ日本って昔からその外国人の喋り方みたいな感じで、うん。なんかこう、ああ、テンプそうでレートがあすね。るじゃないですか。はいはいはで、い。あんな感ああいうじステレオタで、イプの、うん。そうなんですよ、ステレオタイプで。もう何してるのよみたいな感じで言われるかうん。もっていう、お母様からいろいろ、初めてお母様と会う日だったんですね。お泊まりに行かせていただくということで。ああ。で、それでだからその、なんか、お母様の話を出うん。す時に、自分では気づかず、そういう、テンプレの使い方をしたんですね。で、うん。私はその時点で、その子たちがダブルルーツだと知らなかったっていうのもあるんですが、なんかうんうんうまあ、ん。銀魂とかのアニメの影響で、なんとかあれよとか、なんとかねみたいな感じのそういう、こう、テンプレート外国人の喋り方みたいなはいはいはいのがはい。あって、っていう風にちょっと私注意されちゃうかもしれないねって言ったら、ママはそんなこと言わないよって強めに言われちゃって、そりゃそうですよね。そうだね、ごめんって言ってたら、で、迎えてくださったお母様が、海外、あの、からいらっしゃった方で、己の無知を恥じるっていう。なんで怒うんられたうん。かっていうか、だからその子たちがあまりにも馴染んでいたから、私そのダブルルーツであるっていうその想像すらできてなくて。うーん。初めてお母様のお姿見た時に、全てをうん。察したっていうか、理うん。解した時に、己のやったこと、逆に日本人だと思っててもその喋り方をしたんですよ。う結局そのん。コメディチックにうん。言ったんですけど、その子たちにとってはそのママをバカにされたって思っちゃった。で、う私はそのん。子たちのママのルーツを知らなかった。知ってたとしても、いや、知ってたとしたらしなかったでしょうけど、そういう問題じゃないっていう。うん。もちろん私がそういうことに関して頓着がなかったっていうところも大問題うん。ですし、やっぱ、で、なんかいろいろ思い知ってゾッとさせられた事件ではあったんですね。やらかした、知らなかった。ただうん。だからダブルルーツじゃない相手にならしていいかっつったらそういうわけでももちろんなういっていう、ん。その根本的なところの話を思い知って、もう本当に、だからやっぱり日本のそういうなんだろうな、コンテンツに潜んでいる恐怖っていうのをすごく、うん。なんかこうやって無自覚に差別主義者の加担させられてるんだなってうん。思い知った一件だったんですよね。だから未だに本当に、あの、傷を抱え、私自身を傷つけてしまったっていう傷を抱えて、その子たちの傷に比べたら、ね、自業自得なんですけれど、やっぱちょっと、うん。ただそういうメディアに作られたテンプレートを、そういうちょっとこう、場を和ませるために使ってもいい、ちょっとおかしな喋り方みたいな感覚で使えるような感じの社会なんだなっていうところをちょっとやっぱ忘れちゃいけないし、昔も、今も変わってないよねって、やっぱその海外ダブルルーツのね、キャラクうん。ターとかの喋り方はすごくデフォルメとかじゃないけど、なんかパターン化されてるというか、うん。そうですね、っていう風に思って、すいません、私のね、過去の、いや、注意されて当然だと思いますよ。ママはそんなこと言わないよって、だからその子たちは正しかったと思いますよ、言えるの。うん。うん。あの、だからちゃんとそういう風に反論してくれてよかったです。はははって黙って笑われてたら、きっとうん。の中に残ってないんですよ、それが。そうですよね。うん。
ということで、アッキャミスさん、タイムさん、ドメキレオさん、コンカラスです。今はまあ、ウィシュマさんの話からね、ちょっと未人種差別の話に行ってたんですけど、皆さん、半分兄弟読みましょうね。はい。はい。まあ、ずっとおすすめしてるけど、はい。これほんと傑作なので、だからやっぱりそのアジア系の方、特にまあ中国系、韓国系の人が多いと思うんですけど、だと、生人なんか日本人と見た目似てるから、あれなんですよね。だから、まあ、それこそね、LGBTQ でカミングアウトしてない方みたいな感じになって、そういう、だからバレたらどうしようみたいな描写もちゃんと半分兄弟にあるんですよね。だからまた見た目でわかる、主人公黒人系なんですけど、方とはまた違う苦悩とか恐怖があるっていう話が印象に残ってますね。はい。うん。本当皆さんおすすめなので、めっちゃそう古い漫画だとね、本当にそういうステレオタイプのをね普通に出してきたりね。いや、私本当正直銀玉嫌いなんですけど、出身があいつ北海道なのでそらちいやそうですね。だから結局神楽っていうね役の子でチャイナ服で、別に子中国ルーツでもなんでもないけどチャイナ服を着てなんとかあるよっていうテンプレート中国人の喋り方を日本が勝手に思う中国人の喋り方をさせてたっていうね、まあのもあるし、シチュエーションは確かに宇宙人なんだけど、でも、北海道のやっぱり人間がそれをやるのは二重三重に問題があるっていう。そうですね。で主人公の武器が洞爺湖だったりしますからね。洞爺湖ですけどね。まああれはギャグですけどね。はい。他にもなんかやっぱスナックで働いてる人の喋り方がなんかやっぱちょっとそういう、そうでしたね。フィリピーナっていう感じの、なんて言えばいいですかね、あれを、がいたりだとかして、で喋りながら思ってるのはやっぱ筋肉マンもだいぶひどいよね、やっぱあいつらなっていう、そういうなんだろう、ステレオタイプを植え付けるのに、あいつゆでたまごくんのね筋肉マンがどんだけ暗躍してしまったかっていうところもすごく面白い。結局ラーメンマンとかもそうですし、ハイルブロッケンっていうね、あれがそうだな、ブロッケンマンとブロッケンジュニアについてはちょっと、まあジャンプ漫画とかやっぱ少年漫画の功罪大きいですよね。そういう漫画、まあ銀玉を悪く言っちゃいましたけど、あれに限らずですからね。やっぱり80年代からずっとそういうのがずっとまあブームを作ったりしてるから、ね。そうだからね、大差ないのに、そこにやっぱり採用見出したり、あとそうですね、テヨダワ言葉、女性言葉みたいなのがね、やっぱり全女性に使われてるのもおかしいですよね。そうですね。それも漫画でよくあるあるだけど。私は好きで使ってるんですけど、それをだから他の女性表彰にまでさせろっていうのはおかしいですし、でまあ今ね実況させていただいてるビホルダーでも、私ボイスをね当てさせていただいてますけど、やっぱついうっかり出ちゃうんですよね。まあ Google 翻訳で突っ込まれてるのでおかしいなって思いながら頑張って自分で噛み砕いてセリフをこう調整するけど、そうする中でテヨダは出ちゃうんですよ。だからやっちゃったって思うんですけど、やっぱね海外ミステリーの吹き替えとか字幕でもやっぱ多いですね。やっぱそういうニュートラルなのがない。やっぱちょっと男ことなんとかだぜとか、なんとかだぞみたいなのと、なんとテヨダはそうですね、女性の言葉とか、だったりするので、そういうところもいい加減海外のその吹き替えとか字幕とかもフラットに
ニュートラルにしていただけたらいいんじゃないかな。アイドル超人なのラーメンは。そうだっけしかし、この半分兄弟と並べるとギャップが凄ましい。もう、いやーダメなレイと、そうちゃんとしたレイとダメなレイみたいな。いやー、まあ、80年代だけど、でも現代までやっぱり人気のキャラクター扱いされてるのやばいですよね。確かにこれは。普通に表に出しちゃダメだろっていう感じですけど。はい。そうですね。一番出しちゃいけないのは、ブロッケンマンとブロッケンジュニアなんですけど、はい。そう、2番手ぐらいにラーメンマンとカナディアンマンを出しちゃいけねえよなっていうレベル。なので、ただね、ラーメンマンね、ラーメンマン別の姿みたいな。一応別の姿なのかな。別の姿はあるんだ。友人化でモンゴルマンっていう姿があるんですよ。モンゴルマン、本当だ。もうわけわかんないでしょ。それ30に差別になってない。そうなんですよ。内モンゴルの人に殺されますよ、本当に。いや、マジね、そう。だからなんかね、ちゃんとその国のキャラクター性というか、に対しての敬意がないわけじゃないんですけど、間違った敬意を持ってるなと思ってて、やっぱ間違った知識のもと作られてる。結局いいところを持ってくのはアメリカ出身とかイギリス出身とかの白人系の国の、白人系のキャラクターとかね。そうですね。の超人がだいたいあれしてるっていうところだったりして、そうですね。あとはジェロニモっていう話。そう、ジェロニモ自体は大好きなんですけれど、改めて語るときにジェロニモで、そのジェロニモとテリーマンっていうのがアメリカ超人で、額に米って書いてあるんですけど。テリーマンはまあギリギリ許されるかもしれないけど、ジェロニモは許されないよ。そうなんですよ。でしかもテリーマンとジェロニモのコンビがあるんですね。タッグがあるんですけど。だから、ようそこで描きますねっていうところだったりとかもするので、やっぱね、ちょっと、やっぱ筋肉マンだけじゃもちろんないですけど、だからゆで卵がそういう無邪気なことをしても責められない、咎められない、普通に作品を発表できるっていう、やっぱ出版業界自体も鈍感だよなーっていうところではあるんですよね。友情を描いてて、アニメ版のね、筋肉マンの大池商船大井争奪戦だっけ、友情とはってこう有名なね演説があるんですけど、ああいう風に素敵な側面があるのに、やっぱ根本がキャラクターの造形の根本が間違ってるので、ちょっとね、その辺もうちょっとやっぱ集英社自体が変わらないといけないんじゃないですかねっていうところですね。やっぱそれぞれの出版社のね、あれを感じますね。小学館とかもね、君たちもねっていうところなんですけど。はい。はい、すいません、長くなりまして。いえ。そうですね。そう、女性差別、障害者差別、人種差別ね。まあだから本当にね、ここに書けないような言葉がたくさんあって、それを是正するとなんかね、表現の自由がみたいなこと言われたりとかね。まあやっぱりそれが当たり前だった世の中からようやく少し変わってきたかなというところではありますよね。道の海賊さん、ボンボムさん、コンカラスです。筋肉マンは今の放送中ですね。ラーメンマンは海外からも記載されていましたが、複雑なのはラーメンマンは中国人にも人気だという。まあでも当事者表彰では一応あるから、まあ確かに、まあ許されるとね、許すと人は許すんでしょうけど。そしてね、恐ろしいことにラーメンマンすごく待遇がいいんですよ。そうなんだ。まあ日本の待遇がいい、すごくかっこよく描かれてるんですね。で、筋肉マンたちともその対等というか友であり、筋肉マン2世っていうゆで卵本人が闇歴史として葬ろうとしているやつがあるんですけど、息子たち世代の話で、その時にその筋肉マンの息子に、2世にプロレス超人プロレスを教えたのがラーメンマン師匠だったっていう感じで、すごくラーメンマン自体は本当に扱いがいいんですけどだからいいかっつったらそうじゃない。そういう問題ではないっていう。そういう問題ではないっていうことですね。はい。そうです
ですね。で、特にやっぱ初代筋肉マンにクロンボっていわゆる言われてた差肌が別用語。黒いそういうキャラクタはい。ーも出てたりとかしてた確かちっちゃい子って出てたと思うんですよね。やっぱそういうのがね、なんかやっぱ今後もね、やっぱ筋肉マンを楽しんでいくのであれば、そこは批判的にいないとダメだと思っていて、いいところはいいけど悪いところは悪いよ。それは免罪符にならないよっていうところをやっぱ忘れちゃいけないよねっては思います。特にこれに筋肉マンに寄せて言うと、国の擬人化的なことでやっぱヘタリアも似たような罪をたくさん抱えているので、あいつらちょっと反省した方がいいかな。マジで。あれはね小野田公さんが好きだというところが全てをいや表現している全てをそうですね。だからとんでも日本キャラみたいなのが日本人に好かれるっていうのと似たような現象だと思いますけどもね。ですね。そもそも障害者って往々にして差別されるものだからなと考えるぐらいなので、当事者からしたらそうですね。だから私もあんまり敏感に考えてなかったところがあるけども、やっぱりね、自分が許されるかと差別かっていうのは別の問題なので、そこはやっぱちゃんと批判しなきゃいけないですよね。はい。そうなんですよね。だからやっぱそういう風に当事者に思わせる社会がまず間違ってるですので、ね。社会構造自体が間違ってるので、そこはやっぱちょっと変えていきたい。風花はね、障害者福祉のね、業界にちょっと携わってて、多少の、完璧では全然ないんですが、多少知識とか現場の空気を知っている身としては、やっぱね、そうやって当事者に黙らせてしまう、諦めさせてしまう。で、そういう黙る当事者を見て、やっぱりこいつらの扱いはこれで正解なんだって思わせるっていう、社会が、政治とかそういう権力者がそういう流れを作ってるんですよね。結局政治に対する不満を政治家とかの権力者とかじゃなく、もっと自分たちより下だと思わせた誰かに向けるようにスケープゴートをうまく作られてると思ってるんです。そういうののスケープゴートにされてるのがその障害者であったり、そういう、ダブルルーツ持ってある方とか、そうですね、在日の外国の方であったりだとか、あと LGBTQ、とかっていうそういうマイノリティ属性をスケープゴートにすることで、うまく民衆をコントロールしているっていうところをやっぱ我々は忘れちゃいけないし、永遠に批判し続けなきゃいけない。差別がなくなるまで我々は権力者を批判しないといけないっていうところはね、ヘタリア出ちゃった。いやそういろんな属性が出てくるっていうのは本当にそれ自体はいいと思うんです。それ自体はいいことなんですけどね。で手を取って協力して戦うっていうのはいいことだと思うんです。特にヘタリアはね、一応今仲良くはしてるっていう状況ではあるんですが、やっぱ今のこの右側のね、金髪でメガネかけてるやつがアメリカなんですよね。ですけど、やっぱアメリカはヒーローだから俺たちが守るから大丈夫なんだぞみたいな感じのテンプレートアメリカの上に最近だとトランプ君ムーブだなって思ってて、よくない本当に。だからそこはね、批判的に見ないとダメ。今の現状を考えるともう全然笑えないしね、やっぱりこのように現実が悪いとですね、全くフィクションでなくなるというか、そうですね。やっぱそう、フィクションがね、ちゃんとフィクションだからフィクションに最低限のモラルとか、人権感覚を持ち込んでいただけないっていうのが大問題。そうですね、しかもヘタリアの一番下のちょっと黒髪でグリーンのスーツで髪結んでおられる方が中国さんなんですよ。
で、テンプレートでこの方もなんとかあるね、なんとかあるよって言っちゃう。そこちゃんと踏襲するんだ。はい。それは言うなよって感じですね。そう。で、マフラー巻いてるのがロ悪い方でダメだシアなんですね。ロシアさんなんですけど、はいはいはい。元ソ連の人たちに対する扱いとかが恐怖政治的な感じは残してて、なんでそこだけリアルなんだよって思ったりしますけど、だからやっぱなんかね、いろんな属性が手を取り合ってみんなで共存していく、共生して生きていくっていう方向に持っていくにはやっぱそういうステレオタイプを取っ払ってというか、やっぱフラットに一回ならない限りは使えないよねって思うんですよね。でこのドイツさんはついてないけど、この、オールバックックしてるのがドイツさんなんですね。なんですけど、このドイツさんのお兄さんとして出てくるのがプロイセンなんですけど、その人は鉄十字でしたっけ、なんかナチスだったら鍵十字ですけどプロイセンは鍵十字ではないんだけどな。なんだっけ、十字のそれぞれのあれが三角が4つ集まったみたいな感じの十字が、みたいなのが軍服についてて、すごくちょっとなんでしょうね、入る人らなんかそうブロッケンマンみたいな、それこそ似てるんですけど服装がっていうところなので、やっぱちょっとこういう作品の功罪というか、いろんな国に親近感を持たせることは正しいし、なんか共生してるっていう一緒に生きてるっていうのはいいんですけど、それをじゃあそれ以外はだからそれがあるから全部 OK かって言ったらそうじゃないので、そこをね一回やっぱちょっと2本目で日本は一回そこ乗り越えないと、創作が誰かを傷つけ続けたり差別を再生産し続ける維持し続けるっていう、マッチポンプ的な感じに なってしまうっていうところはちょっと、認識しておかないとダメだよねって思いますけど。なるほど。いや、ありがとうございました。なんかすいません。すみません。なんか差別とステレオタイプ表現の話を先にしちゃったんですけど、なんか全くコンビの話しないのもあれなので、一応コンビの話しますか。そうだった。はい。これがね、記念すべき我々の初回実況配信なんですけれど、2月8日でですね、ありがたいことに、ね、ここから我々のスカーレット・クローワルツね、ピンクの方と黒い方のね、始まってで、こうね、割と我々はね、そのゲームの中に潜む差別だとか、差別構造、ホラーは特にね、飲酒であったりとか、そういう女性差別、家父長制とか、そういう恐ろしいものを持っていたりするので、そこを批判するっていうテンプレートじゃないけど、そういうやり方というか我々のスタイルを確立できたっていう点ではやっぱゲーム選びも正解だったし、烏丸さんに一緒にやりませんかってお声がけした時の私偉いぞって思いながらではございます。はい。いやいや、いろいろありがとうございます。ほんとなんか長く一緒にやってくださって。ブランドディプレッションさん、コンカラスです。そう、なんかそう、2ちゃんの世界史スレッドとかそういうね、なんか独裁者を萌え化するみたいな、だから0年代ぐらいに流行ったああいうのはね、本当よろしくないですよね。だからこうやってね、リベラルな視点からちゃんと批判しながらですね、話すみたいなことがもうちょっと必要かなというふうには思っているんですけれども、なんかあんまり流行らねえなという、ちょっと私の実力不足ですが。でも、そうですね。なので、今回みたいにいろんな創作のね、潜んでる差別性を批判しながらどう楽しんでいけばいいかっていうところをしっかり考えて、我々がそういう風な発信もしていけたらいいのかなって思ったりはする。結局ね、日本のそういう海外の方々の描くときって、やっぱ白人がスタンダード
うんだよねっては思う。やっぱなかなかブラックは出てこないっていうところがあるので、そこだよなっては思うんですけど。うん。そうでいやー、すね。ありがたいですね、ゲーミング。まあ、風花さんと都市伝説解体センター引き続き実況させていただいて、ちょっと壮大なね、エンディングを迎えたりしたんですが、その後私一人で実況したんですけど、コーヒートークっていうゲームではね、ファンタジーの世界なんですけれども、いろんな、まあ、人種とか、宇宙人とか出てきたりとか、まあ、そういう感じでね、黒人のね、表彰の人もメインキャラクターとして出てくるので、よかったらぜひ、見ていただければ、私が一人でぶつくさ言ってるだけなんですけど、はい。いや、コーヒートークは本当に、まあ、カラスマゲーミングにぴったりの、またこれも素晴らしい、選択、ピックアップだったなっていうふうに思いますね、本当に。コーヒートーク、当たり前のようにいろんな人が住んでいる、共に暮らしているサラダボールっていう、アメリカが言われてたじゃないですか、人種のサラダボールみたいな。学校で習ったので異様になぜか覚えてるんですけれど、はい、まあ、そのはずのアメリカですらやっぱ結局白人が強かったり、まあ、もちろん黒人差別のね歴史を踏まえてそっちにはとても敏感だったりするけれど、結局黄色人種への差別は残ってたりだとかってするので、そうなんですよね。そこがちょっとね、コーヒートークはそういうのなしに本当にお互いがお互いに敬意を持って接して一緒に生きてるっていう世界なので、やっぱこういう世界になったらいいなっていうふうに思わせてくれる素敵なゲームでしたね。はい。なので、いろいろよろしくお願いいたします。すいません、なんか、二人のあれじゃなかったんですけど、まあ、その後、変更というゲームをやって、まあ、その後、いろいろあって、グルーミングとは何かという、コラボ雑談になって、まあ、内部の描写が原因だったんですけど、それで、まあ、スカーレッタ・クローワルツという、コンビ名を決めさせていただくというちょっと流れになりましたね。はい。なりました。そうですね。やっぱちょっとね、グルーミングっていう概念がなかなか知られていない。やっぱ例えばですけど、日本ジャニーズとか、一応性加害が明らかになってるのはジャニーズだけですけど、まあ下手するとグルーミングという点でいくなら、大人たちにこう囲われてファンに囲わせて若い女性性を切り売りしていた少女たちっていう点でいくとやっぱモーニング娘。だとか、AKBK とか坂道、だから秋元康が関わってたやつですね、おにゃんことか、はい、あれもやっぱり一種のグルーミングに近いものがあると思っていて、やっぱっていう風にね、割と日本の社会にグルーミングはねはびこっててクソなのでちょっと破壊しないといけないんですけど、そうですね。ちょっとね、でもそのやっぱそのグルーミングってなんだっていうところからやっぱなかなかね、その認知度が足りてないなっていうところだったり、変更っていうゲームにそのグルーミング描写があるけど、そこを批判したリベラルな方々の批評を見てないっていうところに絶望した結果、ちょっとねやりましょうっていうふうに唐沢さんにお願いしてこのねグルーミングでなんだ実況させていただいたっていうね、ところ。そうなんですよね。ちょっと私の下調べも不足してて、だから変更にそういう要素があるってね、気づいてなくて、なんか、映画版もね、一応、確認したというか、確認してないんです。結局見てないんですけど、あらすじ見たらですね、思いっきりグルーミング映画だったということで、ダメだっていう感じになってですね、まあ、これはやった方がいいなということで、まあ、性的グルーミングというのはね、児童虐待なので、もちろん性暴力ですし、まあ、今はね、小学館の件でも話題になってますけど、絶対にやってはいけないことですので、はい。いや、本当気をつけてください。そうですね。グルーミングの配信したのは去年の12月ですね。はい。
うん。ちもう3ヶ月経つの怖っ。終わっこもう、はい。時の流れが、時の流まあれが早いですね。いい意味で早いんだとは思うんですけどね。はい。そうだな。やっぱね、やっぱ社会にグルーミングっていうものがありましてと。で、これをするのはすべからくダメだよっていう認識をすり込んでいかないとダメなんですよ。結局被害者が再生産され続けるし、今回の小学館の件も、結局こそっとね、ステルスうんたらみたいな感じで使い回してたりとかしてるわけでしょ、その原作者とかを。そうですね。やっぱそういうとこ見ると、やっぱだから企業側にもそのグルーミングに加担させるリスクっていうものを持たせないとなくならないっていうか、なんかちょっと悲しいんですけどね。ですね。やっぱ社会がそれを良くないっていうふうに、毅然とした態度でダメですって言えないと変わらないんだなっては思ったりとかはしますけど。まあやっぱりね、女性差別とか障害者差別ってあまりにその当たり前に世の中に言われてて、それをね、自覚するのもきつい、当事者としてはやっぱきついものもあるし、まあ、戦っていくっていうのもね、苦しいものはあるんですけれども、やっぱり容認してはいけないものなんで、はい。だから、だからですね、やっぱり批判的な目線でこうやっていろいろ性的グルーミングの何が問題かとか、そういうのをフィクションであっても書くのはどうなんだっていうところを、まあ、ちゃんと言語化していかなきゃいけないかなというところに思いますね。あとまあそうですね、障害っていうのは個人に内在するものじゃないし、そう性犯罪ももちろんそうですけれども、まあ、個々人が原因なんじゃなくて社会構造のね問題だってやっぱり捉えて、まあ、批判していくことが必要なのかなと思いますね。はい。やっぱね、そう、性欲のせいで起きるのが性犯罪っていう風な認識だけしかないと、やっぱちょっと賠償化されてしまう。そう、ほとんどがそうじゃないんですよ。ほとんどがね。って思います。あとまあやっぱりなんでしょうね、ジェンダー的に多様な作品は先ほどの半分兄弟ではあれはレイシャルマイノリティの人の話ですけど、まあクイアの描写があるものとかフェミニズム的な作品だったりとか、そういうエンタメがですね、まあ海外製のものだったらたくさんあるから、そういうのをね見た方がいいかなと思います。だからエブリシング・エブリウェア・エブリ・アット・ワンスか。アカデミー賞を取った映画、もうなんか数年前で遠い記憶に思いますけど、あれはね、ADHD の監督が撮った、まあ、割と障害とかね、人種差別とかをテーマにした映画だったんですよ。だからあれがね、アカデミーにとって、ようやくハリウッドも変わったのかなって思ってたら、なんかね、ガザ虐殺を始めたので、なんだこいつらってなったんですけど、終わりだよってなったんだけど。まあでも、そうなんですよね。今みたいな状況だから、やっぱりそういうエンタメに触れた方がいいのかなと思いますね。そうですね。やっぱサリーさん、コンカラスです。アンナエさんもコンカラスです。そうですね。権力の高い方から低い方へね、必ずそれがね、差別だし、まあ、性犯罪がなんで、支配欲によって行われるかっていうと、まあ、権力関係によってね、地位の高い方から低い方に攻撃するっていう行為が行われるからなんで、はい。そうですね。やっぱ、消費者側というか、受け取られる、受け取る側、エンドユーザーっていうんですかね。どうなんだろう。最終的に受け取る一番最後の側。だからまあ、漫画とかアニメで言うと、だから視聴者とか読者に当たる人たちが、差別があっても面白ければいいよっていう態度でいるなら、やっぱ出版社も販売元も開発元も変わるわけがないっていうところなので、やっぱそういうクイアなものが欲しいよって、差別がある
差別を批判するために差別描写がある。ちゃんと作品内でも批判されるのであれば、まあ、表現の自由であり、問題提起になるので、それはまた、批う判ん。的に書かれていればいいんですけど、変更の場合は、ね、時代のせいで成就しなかった悲しい行為みたいな扱いされてたので、私がブチ切れてたんですけれど、うんなので、そういう風に受け取る側が、クイアなやつが欲しい、差別書いてるとしても、批判してるのが欲しい。やっぱそういう、差別を再生産するようなものはいらないっていう消費者が増えていかないと、だから需要と供給があるので、うんで、やっぱだからそういう風に人権意識足りてないんじゃないのこれっていう批判をされたくないっていう、血の通ってない理由だとしても、販売元にそれをさせないといけない。そこから変わっていけば、自動的に社会は変わるので。そうですね。なのでやっぱ我々も、だから我々が発信するコンテンツでは、そういう風にちゃんと批判していくっていうところをね、決めてやってる。だからゲームとかでもね、やるときに、この描写良くないですねとか、この描写こういうのを指してるかもしれないですねっていうその批判、批判だけじゃないですよ。いいと思ったとこはもちろんいいねって言いますし、ただ、批判すべきところで黙らないっていう方向性でね、我々やってってるので、こういうところから少しずつ社会が変わっていけばなっていうところがね、我々スカーレット・クローワルツのね、活動理念だったりもします。はい。はい。そうですね。ありがとうございます。そうですね。ウェブ、確かに日本ではちょっとあんまり受けなかったんですけど、残念ながら、ハリウッドではね、大ヒットしたんで、やっぱりこういう映画でもいけるんだっていうね、成功体験をね、与えたのは非常に大きかったと思います。実際受けたし、アジア系の人にもすごい受け入れられたし、主人公が中国系のミシェル・ヨーさんなんですけど、そういう監督の表現とかも受け入れられたしっていうですね。そうですね。だから、マイノリティの描写とかもね、ハリウッド本当にひどかったんですけど、フレディ・マーキュリーはゲイでしたけど、これ、ネトフリの、トランスジェンダーとハリウッドっていうと、これドキュメンタリーですけど、いかに昔の作品がこれひどかったかっていうのが、みんな当事者の人が語ってるんですよね。これはドキュメンタリーなんで、フィクションそのものではないんですけど、だけど、少しずつマシになってはいるっていう。だからこの動きをやっぱり逆行させてはいけないよなと思いますよね。はい。やっぱ日本では受けなかったけど、ハリウッドのは受けたっていうところが、もう、社会の、成熟度を示していますよね。って思う。日本はそれをいいねって思う力がないっていう。ただアメリカはね、やっぱりああいう社会だから、差別主義者の人たちがたくさんいる一方で、そういうのに反対する人たちもたくさんいて、それなりにビジネスが成立するわけですけど、ね、日本はなんかマジョリティ側がやっぱりそうじゃないから、やっぱなんか全体的にダメっていう感じになりがちですよね。だから商業になるとあんまりうまくいかないみたいな。けどハリウッドでさえね、こういう LGBTQ の描写がまともになったのって本当最近の話ですから、やっぱり少しずつ改善していくしかないんだろうなと思いますけどね。一気にはね、残念なことに変わらないので、だからこそ、今が一番最速なんですよ。今からちょっとずつ変わっていけば、子供、もっと未来の世界の社会でもっとね、生きやすくなる。だから今のうちに頑張ってグルーミングとか、チャイルドマレスターとかセックスプレデターについて、バカスカボコスコ殴って、概念をですよ。概念を殴って、メコメコにして消滅させておけば、将来傷つけられる子供をね、産まなくて済むっていうところだと思いますし、なのでちょっとずつ、今から変えていかないといけないっていうところ、そうだな。
だからまあほんとちょっとずつちょっとずつでいいんですよ。まあ一気には変えられなくてもちょっとずつが、まあ、だから塵も積もればをやっぱやっていかないといけない。どんなに苦しくてもうん。不自由を感じてもそれでもやらなければならないっていうところはやっぱちょっと大人たちやっぱちょっと改めて覚悟しないといけないんじゃないかなってうん。思いますけどね。私の父も脳出血によって右半身不随、言語能力も著しく失いました。でも、介護施設で一緒に過ごしている間は、テレビでつけると相撲や競馬や野球ばっかり見ている頑固親父ですが、外に出ると精神障害級の車椅子ユーザーになるのが、まあ、障害なんだなと。そうなんですよね。だから、障害ってまあ、だから社会の側が、どうだろう。社会の側がどれだけ改善してるかっていう話ですからね。はい。だかまあ、ら、やっぱそ個人、のはい。ね、すいません。そのやっぱ障害を持ってる方々が過ごすからこそ、介護施設の中では、そういう障害がない、取っ払ったその人個人の本質が見えるけれど、だから社会の側に障害があるから外に出てしまうと、まずそういう風な属性になってしまうっていうところをすごく感じましたね。考えさせてくださるコメントありがとうございます。そうですね。個人の責任にしないことがやっぱ大事だと思いますね。だから見下してるって感じる人がまあいるのは多分個人責任だと思われてるからだと思うし、そこはまあ言い方気をつけなきゃいけないと思いますね。そうでなくて、やっぱり社会側にね、問題があるんで、実際ミシェル・ヨーさんとこのキー・ホイクアンさんって今回、エブエブの主演だった2人ですけど、確かにアカデミー賞でなんかね、差別的な扱いを受けたりとか、やっぱりアカデミー賞ダメじゃんっていう風にそれでもなったんですけど、でも正直だからアカデミー賞の雰囲気自体がやっぱりね、白人中心のね、ああいうあれがあるから、もちろん行動したね、個人の問題ではあるんですけども、全体がね、それを許してしまう空気っていうのかな。それがやっぱ問題だと思いますよね。はい。だからなんかね、日本はほんと3歩進んで2歩半下がるみたいなね、なんで進歩しねえんだみたいな、叫んなって感じが。そう、多分チーターはそんなつもりであの曲歌ったわけじゃないはずなんですけどね、っていうふうに思いますけどね。そうですね。365日のマーチでしたっけ？なるほど。アンドリの主人公も ASD なんだ。へえ、すごい攻めてますね。攻めて。それはでもいいな。でも明示的にはマイノリティじゃなくても、まあそういうね、キャラクターが少しでもやっぱりちょっと増えてくれれば、まあちょっと世の中変わっていくのかなという、これか、気がしますね。はい。ね、なんか本当、進んでくれやって感じがする。そうだな、悪名高き JKR の作品ではあるものの、キャスト陣とスタッフ陣の両親のおかげで、今のところ保っていられているハリー・ポッターっていう作品があるんですけど、そのね、主演のダニエル・ラダクリフもおっしゃっておられました。もしそのキャラクター、君がハリー・ポッターを見ていて、キャラクターに自分と同じような要素を見出して、安心できたりとか、何か素晴らしい体験をできたのならば、それは君だけのものだ、誰にもそれを犯す権利はない、大丈夫だよっていう風におっしゃっておられたので、そういう風にね、いろんなキャラクターが当然のようにいろんななんでしょうね、属性を持っていて、で持っているって明言されていなくても自分がそう感じたなら仲間でいいんですよ、別に。だって別に相手になんか結局今障害とか LGBTQ+ プラスとかがスティグマとかなんかハンディになっちゃってるっていう、ね、残念な現状があるので、そうじゃなくなるべき。っていうところなので、別にだから ASD の主人公、その ASD の何が悪いんだっていう話であったりとか、LGBTQ でトランスジェンダーです。でトランスジェンダーは別にスティグマでも何でもないっていうところでね、そうですね。やっていけたらいいと思うし、だから明言されててもされてなくても、
自分が共通点を見つけたりとかしうん。て、そのキャラクターや世界観に愛着を持って、そのおかげで明日の朝が悲しく辛くなくなるっていうのってすごく大事だと思うので、うんう。うんん。なのでやっぱそういう風にね、まずそういう風な社会になるには、まずやっぱ明言、このキャラクターはこういう属性を持ってますって、最初のうちはその制作側から明言されないとやっぱわからない。その感覚、ダンが言っていたその感覚を、そのね、海外の子たちはもうすぐピンとくるかもしれないが、日本のね、まだこの社会ではちょっとまだピンとくることが少ないってところがあるので、うんうん。そういう風にね、考えていけたらいいかなって思うんですけど。ねえ。OBS エレさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあそうですね。なんか3話まで一気にしてくださいというのでありがとうございます。ただね、こういうフィクション作品もまあなんか現実が少し平和じゃないと、なんかもうハリウッド映画見れないですよね、今の状況だと。もう全部思い出しちゃうじゃないですか。ということで、ちょっと現実はクソな話をしていきましょうか。はい。はい。覚悟は決まってますよ。はい。まあそうですね。決まってたけど見たら苦しい、やっぱり。っていうことで、ちょっと今日若畑さんに乗ったんですけど、イランにミサイル発射してるね、アメリカの戦艦が横須賀から出発してたっていうまあ話なんですよね。いやー、国連憲章違反ですよ。まあ国連憲章違反のね攻撃をめぐり、神奈川県横須賀市を母港とするイージス艦2機がアラビア海に展開してミサイルトマホークを発射していたということで、いやこれ本当にまずいですね。普通に日本から出発してるんやこいつらっていう。信じられない。なので今回私は、この配信を戦時下においてやっている配信だと認識しています。もう日本は戦争してるんですよ。しかも侵略戦争の侵略側です。最悪です、本当に。平和だからこそ、国内で戦争をしてなくて、他の国とも戦争してないから、こういうね、オタク活動っていうか、配信活動ができるんだよねっていう風に言ってたんですけど、まさか次の週にこんなことを言わなきゃいけなくなるだなんて思ってもみませんでしたね。戦時下にある状況で、生配信をさせていただいております。はい、辛い、本当に。いやー本当にね、だから本当に今第3次大戦になってしまうのかというちょっと感じになってしまいましたけど、ちなみに日曜日には、米海軍横須賀基地の正面ゲート前で、イランク戦争、アフガン戦争に続き横須賀から出港しトマホークを発射しました。まあ皆さんね、覚えてる方はいると思うんですけど、イラク戦争とやっぱ同じパターンに行っていきますよね。イラク戦争の時も、あの時は自衛隊まで行きましたけど、アメリカの米軍基地から、日本の米軍基地からですね、出発したっていうところだったので、比較市民宣言横須賀の横須賀平和船団の方が、抗議をされるそうでございます。はい。そうなんですよね。だから結局日本、赤旗にも書いてあるんですけど、日本のね、意向を無視して事前協議も行わないで出発してるんで、やっぱりもう提供すること自体がやっぱリスクがあるんですよね。はい。で、しかもね、この後、首相がまだ何かしら反対の声明を出していれば、米軍基地が勝手にしたんだなって言えたと思うんですけど、ね、ご存知の通り、イラン側を批判してますので、はい。ですね。ちょっとその話先にするか。まゆちさん、コンカラスです。もう立派な参戦国ですねっていうですね。はい。
最悪で本当反戦反差別なんですけどね我々。はい。ねいやー、では、ドイツの首相も大概なんですけど、いやそれはそう、それは本当にそう。メルツも本当ひどいんだけど、まあ、早期沈静化に向けて連携していくと言ってるんですけど、ドイツと揃ってですね、イランの側を非難するというですね、まあなんか本当イタリア、ドイツ、日本ってなんか聞いたことあるなっていう。もっと数軸、はい。もっと数軸。それこそ、そう。で、それこそヘタリアもですね、メインキャラクターが、主人公がイタリアなので、はいはいはい。で、いや、そもそもそういう話ですよね。メインキャラクターとして、うん、そうで数軸だから数軸って呼ばれてて、そう真ん中がイタリアで左がドイツで右の黒髪の子が、日本なんですけど、だからそこの3人が数軸ってファンからも数軸って呼ばれてるんですけど、なんでそいつらが数軸って言われてるか知ってるみたいなところではあるんで、確かにヘタリアファンの人本当に知ってて言ってるんだろうかってでしかもその下に写ってる5人、右からアメリカ、フランス、中国、イギリス、ロシアなので、そこ連合なんですよ。なるほど。はい、第二次世界大戦で対立した国々ですね。はい、数軸と連合で、はい。っていうところなんですけど。いやーでも本当ドイツにはがっかりですね。ありとあらゆる面で反省してないじゃん。AFD を否定すりゃいいってもんじゃないですよ。なんか賛成と否定して、まあ自民党っていうですね、まあドイツもだから同じパターンではあるんですよね。まあ、メルツさん右翼なんで、まあこういう人だろうなと思いつつも、まあね、はい。だからショルツを追いやって、まあメルツになったわけですけど、はい。まあこうなるだろうなとは思ってましたね。はい。ね、ほんと最低。我々はだからこうやってね、戦争って中学生新聞さんもね、確か島袋さんって沖縄の方にインタビューしておられた動画があったと思うんですけど、戦争は今から始めますよって言って始まるものじゃないからねっていう、やっぱ沖縄の方の言葉がすごく重いっていうところがありまして、やはりね、地上編、第二次世界大戦において地上戦が唯一行われた島として、ね、たくさんの人々が、まあ、でしかも米軍基地の負担をほぼほぼ沖縄が持っているというところで、やっぱイランがね、だから各国のアメリカ、米軍基地に報復してるでしょ。いつ沖縄に飛んでくるかわからないんですよ。また沖縄を戦火に巻き込む気ですかっていうところをやっぱちょっと私は許せないですね。もちろんあれですよ。そもそもアメリカとイスラエルによる侵略許せません。日本も加担してますけど、もう許せないですけど、なんかこう許せないがいっぱい重なってて、もう感情がぐちゃぐちゃになってますね。皆様も大丈夫ですか？心の方、すごく心配です。ね、やっぱ辛いでしょ。って思って。まあそうですね。皆さん本当いろいろ精神的にね、やられてる人もいると思うんですけど、本当、無理をなさないようにですね。だからそうなんですよね。だから琉球の人たちはね、真っ先に狙われる立場だから、ああいう感じの意見になるのは当たり前なんですよ。だから、まあ自民党も沖縄自民党の人たちさえ含めて、まあね、やっぱり一定の一線を引いているわけでしょう。でもやっぱりそのニュアンスが分かんないとなんかね、安住純みたいなこと言い出すんですけど、お前ええ加減にせよっていうそんなんだから分けんだわっていうまあ当然ですけど、本当の政治家がああいうことを言ってはいけないですよね。そうですね。安全地帯から何言ってんのって話でしょ。そう。まあ本当ね、戦争一方的な攻撃だよっていうのは本当そうで、いまだにパレスチナへの攻撃を戦争って言ってるのと同じですよね。あれは確実にもうあれはね、戦争じゃなくて虐殺じゃないですか。全然対等じゃない。まあそもそも戦争が許されるもんじゃないから、戦争だろうと紛争だろうと虐殺だろうと全部ダメだっていうのは間違いはないんですけど、それでもやっぱり形容の仕方によってやっぱ戦争っていうとこうお互いにお互いをやるっ
っていう殴り合うみたいなうん感覚は確かにあるなって思うので、そうですね、一方的な攻撃なので侵略とかうんっていうのが正しい、うんですよね。そこは本当に。なので、今4万1000筆ぐらい集まったのかな、日本政府は米国とイスラエルにイラン攻撃に関して抗議の声明、署名集めてますので、まあ、それなりにインパクトあると思うし。ですね。ただ、この署名は、今回の赤旗スクープが出る前に、そうですね。出てるやつですので。まさかね、だから日本政府直々に形骸化させてくれたのかふざけんなって思いましたけど、逆にですよ、この署名を受けて批判すれば、抗議すれば、なるほど、日本政府は関係ないんだ一応みたいな、巻き込まれちゃったのか、だとしてもちょっといろいろ飲み下せないとこはあるけど、とりあえずそこの一線は引いてくれるんだねっていうことができるギリギリのラインだと思うので、この署名をちょっとね、皆様 SNS 等で拡散してね、ちょっとどうにかこの署名に力を、オラに元気を分けてくれということで、ちょっとねできたらいいかなと思うんですけど、はい。ですね。でまあこの前ね、火曜の配信で言った最悪中の最悪なこれ事件なんですけど、なんかこれもイスラエルが私やったもんだと割と決めつけて話してた気がするんですけど、なんか米国が関与してるのが濃厚だとか米軍の当局者が言い出したらしくて、はって冗談でしょっていう感じなんですが、この当局者はあれなんですか、両親の呵責に耐えきれずに吐露してるんですか、それとも我々の功績であるっていうつもりで言ってるんですか。どっちのいや、どちらかというとおそらくロイターに喋ってる人なんで、こっそり話してるんじゃないかとは思いますね。だってホワイトハウスはね、そう両親が咎めてるんですね。だってレビットっていう報道官のコメントめちゃくちゃひどくてもう我々はこの件を調査中だから民間人は子供を標的にするのはイランであるみたいな、いや冗談じゃん、ふざけんなよだってこれはどうかだってまだもちろん軍人だから死んでいいとは言いません。それは大前提として言わせていただきますけど、アメリカ側に子供の死者出てないでしょ。出てないですね、当然。ふざけんなよマジで。というかまあみんなイスラエルのせいだと思ってたわけですから、だからそれがね言ってることが衝撃だから、なんかイスラエルのせいにするんだろうなって私も思ってたんですけど、まさかなんかねイランがやったみたいな、なんかそういうデマ情報を流す人がたくさん出てくるっていうふざけてますよね本当に。いやだからね、そういうデマ情報を流せるっていうことは、やってることがやばいって分かってんだろうっていうね。Google プレックスさん、ケイトさん、コンカラスです。はい、サムネはおばけちゃんさんっていう方にいただきました。ありがとうございます。私のおばけちゃんが描いてくださった可愛いイラストです。可愛いイラストで癒されてください。癒し要素がなんかサムネ癒し要素サムネ今のとこサムネしかないですけど、でもやっぱね、こういう苦しみに休みなく向き合わなきゃいけないのは無理です。心が壊れるので、休みいろんなだからたくさんの人が連帯してじゅんぐり回りながら戦線っていうとでもこれ戦争だから最前線を守っていく、しっかり主張するためにじゅんぐりみんなで協力していくで手を取り合うっていうところが大事かな。ワンイシューでのね連帯はね、中にトランスヘイターが混ざったりとか仕上がるかもしれないので、そこは危険なのは承知の上で、でもとりあえず今目の前で子供が殺されている、誰か、ね、罪のない人々が殺されているっていう、軍人だからといって死んでいいわけじゃないっていうのももちろんそうなので、やっぱ誰かの命が失われている、兵器で失われている、で軍事産業で儲けようと考えている日本が今後その
だからなんでしょうね、我々国民の手を無理やり血で染めようとしているっていうところをやっぱ考えると、とにかく今この殺戮を止めないといけない。うん。あの恐ろしい武力の応酬を止めないといけない。やっぱ武で奪い去られた頂点、だから結局徳川家康の太平の世もうあの人も結局武力で奪ったわけですよね、トそうップを。ですね。だからこそ最終的に将軍というところはね、大政奉還という形で終わりを迎えました。それまでにもたくさん人々がね、苦しみましたので、平和的に返還されたかと言われるとそうじゃないのは分かってますけど、やっぱり武で奪ったものはまたもう一度武で奪い返されて、でまたそれに伴っていろんなものが壊れる、いろんなものが失われる、傷つけられるので、なので我々はね、あくまで平和的に暴動を起こすとか暗殺しますとか、そんなのはもちろん論外ですね。きちんと正しい手法で、それでもこの正しい手法、我々の民主運動が成果が出せるってことは我々ちゃんと知ってるはずなんですよね。だからやっぱそこでデモを冷笑してる暇があったら、せめて参加しないまでも拡散しろ、リポストしろ。でだからさっきの署名もそうですよね。もちろんいろんなリスクがあるのは承知ですが、それでもたかだか名前を一筆書くだけで戦争を政府に抗議をさせられるかもしれないっていう力を持ってるわけですよ。だから私が協力したところで、俺がこういうことをしたところでのきっと変わらない。投票の時もそうですよね。一票を俺が入れたところでどうせこの候補通んないしなって思うかもしれないけど、無効票じゃない限り、無効票とか白票じゃない限りは意味があるんですよね。だからやっぱそこをそれぞれが当事者意識を持って取り組まなきゃいけない、見ていかなきゃいけない、苦しくても。だからずっと苦しまなくていいので、たくさんの人が連帯して、しんどくなったらちょっとごめん、ちょっと休むねって言って下がってる間に、任せといて、その間頑張っとくよっていう、善意と社会正義、公共の福祉にのっとった連帯を続けていくっていうことで、我々は暴逆な政治を終わらせることができるはずなんですよ。ねって思うので、ちょっと頑張っていきましょうということで、ちょっとね、今回こういう配信をさせていただいております。はい、すいません、また長く話しましたが。はい。いえいえ、ありがとうございます。ちなみに、今、イランのね、反撃攻撃についてはいろんな情報を錯綜してるので、なんかすごい誤情報とか流れまくってるので、本当気をつけてください。イランもそうだけど、アメリカもそうだし、今回当事国になってる国々がみんな誤情報を流すの得意というか、そういう情報作戦が得意な国なので、気をつけなきゃいけないんですけど、アゼルバイジャンに関してはもともとイランとね非常に仲悪かったので、おそらくやってしまったのではないかと思われるんですけど、トルコとはね、エルドアンも独裁者なんですけど、イランとは仲良かったので、もう話はついてるし、もしかしたら助けてくれるかもしれないみたいなぐらいの感じにはなってるみたいですね。やっぱ結局そうやって同盟国とか仲いい国とかに広がっていって、だからさっきの数軸とか連合とかって言いましたけど、そういうことですよね。やっぱ広がるんですよ。1対1の殴り合いじゃないんですよ。結局派閥みたいにして広がっていくんですよ。もうだから危機感を持たないと、さっさと止めないと。もう日本はとっくの昔に加担してるわけですよ。もうその攻撃がね、あったその日のその時に、もうその始まりの瞬間から関わってるわけですからね。っていうところなので、ちょっと本当に早く止めないとダメですよ。って思います。自分ごととして捉える。どんなに苦しくても。巻き込みやがってって言って切れられるぐらいでいないとダメですよね、やっぱ。日本政府この野郎、在日米軍この野郎、我々を巻き込みやがってって、人々を殺しやがって許さねえぞっていう気持ちを持って批判しないと、口開かないといけないなって思います。
まあそう、日本はね、やっぱアメリカに対してのああいう敗戦トラウマで、まあアメリカに逆らっちゃいけないんだっていう気持ちの人が、まあ左右ともに多いと思うんですけど、それはやっぱり間違った考えですよね。80年前に悪い意味でとらわれてると思うので、そうじゃないし、まあ私がね、今首相だったらね、イ・ジェミョンさんに助けてって言いに行くと思うんですけど、だからやっぱりちゃんとやっぱり連帯してね、同盟国と仲良くしておかなきゃいけないっていうのはその通りなので、はい、そうだからこういうね不安定な情勢になった時にはねそういう外交のできる人を本当はちゃんと選んでおかなきゃいけないんだけどなというちょっと感じですからね。そうですね。台湾有事の件で中国を怒らせた上にトランプ君から叱られた人が首相ですからね、今。どうしましょう。いや、だから、まあ、戦争の時の連帯って、だから結局連合軍になるかもしれないけど、そうじゃなくて、やっぱこれ以上武力行使させないための連帯をしなきゃねっていう、まあ、市民もそうだし、だから国にも同じことが言えるっていうところだと思うので、やっぱだから平和的にこの事態を終わらせたい、助けてっていうつながりを作っていかないとねって、思いました。在日イラン人の友人がいらっしゃるんですね。彼女はシリアのクーデターの時も今回も私たちも不安定な状況に慣れているから平穏になることを諦めている。いやーでもそういう人多いんだろうな。でも大体イスラエルっていうやつのせいなんですよ、マジで。そう彼らが悪いわけじゃないからね。それね、独裁は独裁。ゴルゴムの仕業か。ほんとゴルゴムですよ、あいつら。じゃあ独裁はいけないですよ。独裁はいけないことだけれども、それなりにアメリカとうまくやってる、例えばヨルダンみたいな国だってイスラエルからは爆撃されてるわけで、本当、中東の不安定化要因にしかなってないですからね。やっぱね、9.11 の被害者意識、まあ実際被害に遭ってるので、それはそれであれなんですけど、だからそれで9.11 がトラウマになってる人々とかもたくさんいるし、ドラマとかでもね取り入れられたりするんですよ。9.11 で兄を失ったキャラクターだとか、まあ、配偶者を失ったキャラクターとかって出せるくせに、それと同じことを今誘発しようとしてるわけですよ。ね、それこそだからイランをそうやって攻撃することで 9.11 と同じようなことがアメリカで起こったら被害者面するんでしょ。いや、まあ実際被害者ではありますよ、その報復の。ただその報復ですからねっていうところがどうしてもあるからなんだかななんだかな、もうなんでそんななんかこんな、いやほんとゴルゴムとかね、ジュラル星人とかね、乾匠ってやつの仕業だったらよかったんですけど、全然そうじゃない。まあ、チャーケンはチャーケンでちょっと問題発言が差別用語がたくさん使われてるのであれなんですけどでも本当にねそうやってねフィクションの世界では分かりやすく悪者がいますよ。でもヒーローがね最終的に勝ってくれるからどうにかなるんですけど、でもね今この国、まあ、あからさまに、まあ、今回ね、イスラエルとアメリカっていう、悪の二大、やべえ国がやってるので、あれですけど、やっぱ、でもだからといってヒーローがボカーンって倒してくれるわけじゃないんですよ。ね、キャプテンアメリカ、かっこ笑いがいてくれるわけでもないので、まあ、マーベルがね、あるわけでもないので、じゃあ、やっぱ、だからそういうヒーロー、武力的なスーパーパワーヒーローがいない分、じゃあ我々民衆がどうやって抵抗するかっていうところ、まあ、すごく、大事。だなと思いますね。キャミキさんごめんなさい。今私言い方悪かったかもしれないですけど、いやその視点というかコメントが悪かったわけではありません。ごめんなさい。そうじゃなくてなんだろう、やっぱり対米に対してね、なんか何でも対米従属しなきゃいけないみたいなのはおかしいよねっていう話なんで。
で、今、サンセイトバスターズさん書いてくださったんですけど、今調べたらね、やっぱり湾岸諸国の対米感情、対イスラエル感情って今過去最悪みたいですね。アラブ世論調査でアラブ諸国の、9割がイスラエルに反対って、そりゃそうだよな。でしょうね。でしょうね。だからもう民主化するんだったら反米政権立てるしかないですよね、これ。いやだからね、確かに危ない、だから本当に自分たちが被害者になるかもしれないっていうところにやっぱ目が行きがちですけど、自分たちが加害者である、加害者になるかもしれないっていうところの視点をやっぱ、抜き落としちゃいけないんですよね。やっぱ性犯罪もそうじゃないですか。痴漢冤罪で人生を終わらせられるかもしれないとか、うちの子が被害に遭うかもしれないっていうだけしか考えてないんですけど、加害者になること考えてないんですよ。どっちもありえるのでね、っていうところがあるので、やっぱだから今すぐにでも止めないと、もちろん血が通ってない理由で自分たちがそうやってこうひどい目に遭いたくないし、損失を負いたくないから今すぐ止めようっていう血が通ってない理由も当然別に、まあそれはそれでもう諦めますけど、どうせもうそういう風にしか思えないから別にいいよ、それでもやめてくれるならいいよって気持ちではありますけど、やっぱこれ以上何か命を奪っちゃいけないし、建物にだって歴史があるわけですよ。たった一つの民家であってもそこで育った人々にとっていろんな思い出が詰まってるんですね。文化が壊れる、建物が壊れる、自然が壊れる、命が失われるっていうところをやっぱ考えると、やっぱ今すぐ止めなきゃいけない。何が何でも止めなきゃいけない。っていう。だからといって不利な条件で降伏しろって言ってるわけじゃなくて、ただ平和的な理由で、とりあえず何が何でも今すぐやめろって話なんですよ。交渉はその後いくらでもできるでしょって、個人的にはね、綺麗事を言いたいです。でもね、もうそうで、私ずっと言ってるんですよ。殺されたくない、殺したくない、そして殺させたくない、ここの3つすごくずっと私もずっと言い続けてて、本当にね、マヤエフさんのコメントにもありますけど、自分が殺したくもない、で殺されたくもない、そして自分の大切な人とか、敵国の兵隊に殺しをさせたくない、ここの視点ですよね。やっぱ大事な人とかにも置き換えて、だから私ね、弟、がねいるんですけど、やっぱ徴兵される年代だと思うので、あの子が殺されたらと思うともう生きていけない絶望を負いますね。だし、でもだからってあの子が殺したとすると、あの子が抱えた傷を思うとそれもさせたくないし、だから日本国に天皇を立てるのかな、わかんないけど、それかアマテラス大神ことね、グレートマザー高市とかって誰かが言っちゃうのかもしれないですけど、日本のために人を殺せって言って、殺せという命令に従って弟が誰かを殺すっていうことも考えたくない。それを現実にさせたくないっていう、やっぱでもそれをだから弟がそういう目にあったら嫌だなって気持ちだけど、もちろんじゃあ他の顔も知らない誰かがその目にあってもいいかって言ったらもちろんそうじゃない。全世界の全ての人にこれを私は思ってる。殺されてほしくないし、殺してほしくないし、誰からも殺しを強制されてほしくないって思ってる。やっぱこの感情を、この理念、信念を共有できる人たちでやっぱ手を取り合って今すぐにでも止めないとなっていうふうに、思います。はい。いや本当にそうですね。だから例えば軍人であろうと、非常時に対応することが役割の人たちであろうと、こうやってね、インド海軍が主催するね国際観艦式に今回
まあ、イランとかいろんな国々が参加していたんですけど、これに友好的に参加した、この池内聡さんって保守派の、鳴らした中東の専門家のまあ人なんですけど、普段私ともあんまり意見合わない人なんですよ。でも彼がもう激怒してて、イランのフリーゲート艦がですスリランカ付近で謎の潜水艦の魚雷によりまあ撃沈されてしまったというだから信じられないですよね。だから演習で言ってんだったら1億歩譲ってなんか危険を感じたんだ俺はみたいなまあことを言うのかもしれないですけど、平和親善大使なんですよ。で平和親善大使を標的艦扱いした挙句にその後の救助も行わず逃走したっていうですね信じられないですね。どんどん悪化させてってるでしょ。はい、でやっぱ悪化させたい人がいるんだろうなっていう。いや私性善説の世界で生きていたいので嫌なんですけど、でもやっぱ悪化させたい、なんかやっぱそういうふうに戦争が起こしたい、戦争したい、まあトランプ君が戦争したいのはどうあがいてもそうですし、でネタニヤフ君も戦争してないと捕まるので戦争続けたいんだろうなっていうのは分かるけど、なんかいや分かんないですよ、分かりたくないですよ。ただその魂胆は分かるっていうだけの話なんですけど、それに加担するあなたたちはどういう気持ちなのっていう。なんかやっぱ、だからプロパガンダがどれだけ罪深いかっていうところをやっぱ改めて感じますね。だからそう、結局やっぱりブッシュと同じようなことを今イラク戦争の再来だと言われてますけれども、だからね、そう殺し合いみたいなことをしてはいけないっていうメッセージを後イラク戦争のね悲惨な状況の後みんな言ってきたのに、結局またねテロと報復の時代になってしまうんじゃないかという恐れがありますよね。ただ一つ救いなのは、今回だから、インドの、そういうインド洋のですね、だからインドがね、結局アメリカの顔色を伺って何もしないもんだからなんですけど、それもひどいなとは思うんですが、スリランカ海軍の人たちがね、イラン軍艦から乗組員を避難させて国内に移送してるんですよ。で、スリランカ政府は我々は中立の立場だし、まあ人道的観点からやってるんでって言ってですね、で、スリランカといえばね、まあウィシュマさんの故郷なんですよね。だからやっぱりちゃんとした国っていうか、だからなんでそのね、比較的ね、ミドルパワーとか小国って言われるスリランカがね、正義の行動をしてて我々が正義に反することをやってんのかという、思いですよね。だから本当にウィシュマさんの命日にこういうことが起きるって何かを感じてしまうものがあるんですけどね。はい。そうですね、ウィシュマさんからもたらされた何かこう問題提起じゃないですけど、差別的なことをし続けている、まあ、我が国とかへの、まあなんか警告を感じますよね。本当にそれでいいのかっていういやでもやっぱりこの子を何とかして止めないとね、本当に。実は戦争とデータという書籍によると、実は戦死者を数えるようになったのはもう最近の話。なるほど。確かにまあそうですよね。だって第二次大戦の死者とかってすごく大雑把な数え方しかしてないですもんね。こんな細かく数えるようになったのっておそらく最近ですよね。はい。まあそれだけ人の命っていうのをやっぱどうにも思ってなかったっていうことなんですかね。はい。そうでしょうね。なんなら戦死することが素晴らしいっていう概念があるでしょ。英雄だよねみたいな。まあ日本過去の、そういう武将とかのところから考えてもその誉れ、戦場で散るは武士の誉れみたいな感じだったりもしましたけど、海外でも割とだからね、アメリカ祖国を救うために戦ったヒーローだとか、仲間を助けるために命を懸けたんだあいつはみたいな感じの、やっぱ死者を英雄視するっていうことがどれだけ危険かっていうのを、教えてくれる話だよなっては思いますけど。
まあでもそうですね、スリランカが特別すごく立派で善っていうわけではなくて、スリランカは当然のことしてるだけなんですよ。そうなんですよ。スリランカは当然のことをしているんですよね。まあだとしても確かに、でも今のこの状況でその当然のことをするってことがするっていうのは立派なことなんですけど、そう危険かもしれない。まあね、アメリカとかからね、我々の邪魔をしたとか、なんかちょっとわけわかんない因縁をつけられるかもしれないっていう危険があってでも、それでもやっぱりその国連憲章とか国際法とかにのっとって人道的に理念にのっとって正しいことをしているっていう話なわけなので、ね。そうですね。だからやっぱり善人正直者って言われる人たちを救わなきゃいけないし、性悪説であってもね、じゃあどういうふうにね、私はイスラエルに経済制裁しろってずっと言ってますけれども、彼らだって鬼悪魔じゃないんだから、やっぱり何も罰せられない、アメリカがいいよやれよやれよみたいなこと言ってくるからああなってるっていう面も大きいわけじゃないですか。だから実際的にね、だから変な左翼が言ってるとかじゃなくて、実際にみんなが本当に怒って本気でねダメだぞっていう、やっぱりそういう姿勢を世界が見せないと、やっぱりイスラエルも理解しないし、永遠にああいうことを続けちゃうと思うんですよね。やっぱこの負の連鎖をどこかで止めないとねいけない。歯止めが必要ですよね。今ここでですよ、アメリカとイスラエルを止められたら、そのパレスチナへの虐殺も連鎖して止められるかもしれないんですよ。だからやっと止められるかもしれないんです。世界の戦争を一つ、虐殺を一つ止められるかもしれないっていうところで、で連鎖して他の戦争紛争虐殺してる国とかも、国際法とかがきちんと機能して終わるかもしれない。ウクライナへの侵略、ロシアによる侵略戦争もそうですし、終わるかもしれないので、本当に今ここで止めたらたくさんの命が救えるんですよ。今ここ多分すごく大きな分岐点に来ていると思ってて。ですね。ただホワイトハウスはなんかね、本当この件をゲームみたいになんか考えてるみたいなんですけど、なんかゲームコールオブデューティーの画像を混ぜたね、なんか砲撃動画を投稿したらしいんですけど、これコットのファンみんな怒るべきでしょ。信じられない。怒んないと。逆に怒んないやつはもうゲームやめなって思いますよね。あくまでゲームだからやってても、まだゲームだしねって、そのゲーム性を楽しむっていう、そのゲーム性を楽しむのがゲームのはずなのに、愛国心とか人を撃つ、戦闘機を撃ち落とすこととか、敵をなぎ倒すことをぜと捉えてしまうようななんか方向転換されるのであれば、ゲームは悪なのでもう世界的に認めませんって言われても文句言えないんじゃないですか。我々は言いますよ。お前らのせいでゲームができなくなったって言いますけど、やっぱ、ちょっと信じがたい。本当ホワイトハウスからもその良識が抜け落ちてるので、マジでなんでしょうね。こういうのがなければトランプにただ物を言えないだけっていう話なんだろうなと思うけど、こういうことをねニコニコでやっちゃう、ニコニコしながらやっちゃってるわけでしょ。だからトランプがそうだコードオブデューティーのパロディで動画を出せって言うわけないじゃないですか。知らないでしょ。言ってないだと思いますよね。だからそれ確実に下の人間がやってるし、やっぱりツイッターのアカウント管理してるやつらがね、とんでもないオルタナ右翼だって言われてるんですよね。だと思うので、やっぱ、なんでしょうね、全体的にやばいだから、頭が腐ると全部腐るっていうか、だからなんでしょうね、やっちゃいけないっていう制限の蓋が取っ払われてしまった。
うトランん。プが好き勝手やってるから、で、そのトランプからお墨付きをもらってるから、わーい、何でもしていい、やったーってなっちゃう。うん。だからもともと悪の種は持ってたかもしれないけど、それが発芽するかどうかっていうのは環境とかによるわけですよ。そうです発ね。芽させて、なので、悪の種を発芽させてしまったことに対して、やっぱちょっと全世界はね、考え直さないといけないと思います。うん。うだから第一期トランプの時はいきなりああいうトランプがね、極端なトランプ、まあ今と彼は変わってないですよ。変わってないけども、周りの人間がみんなトランプ反対派ばっかりだったんで、まあ、ある程度なんとかなったんですよね。ただ、その後、まあ、8年かけて共和党のマガ化が進んでしまって、まあ、今の現状になってしまったっていうことなんで、だから共和党そのものがやっぱダメになってるっていうことだと思いますよね。あと、本当にね、そのゲームってやってる人とか、オタクの人たちにとってもなんか慰安戦争がやっぱ他人事なんだろうなと、だから本気で起こらないんだろうなっていうのは感じますね、確かに。いや、本当でもね、伊沢さんのご指摘通り、ね、うん。ゲームを政治利用するなって言わねえ時点でお察しですねってなっちゃうでしょ。うん。あの、ゲームプレイヤーの方々、オタクさんですね。たち、ね、表現の自由戦士と呼ばれてしまっている方々。なんでそうやって、ね、嘲笑されるか分かってないんですよねって。うん。やっぱちょっと、がっくりくるなぁとは思いますけど。で、まあ、日本のゲームも被害に遭ってるんですけど、ポケモンカンパニーインターナショナルが SNS 上でピカチュウなどのキャラクターが活躍するビデオゲームの画像を無断でホワイトハウスが使用しているとして、まあ、やめてくれというコメントを出してるんですけど、やめてくれじゃなくて、これだからもっと正式に抗議しなきゃダメだと思いますよ。だってひどいからね、実際これですからね。ここはポケモン風の宣伝画像を投稿し猛批判っていうですね、このザ・ホワイトハウスってこれ書いて、マガって書いてあるからね、メイクアメリカグレーターゲインという。最悪。で、しかもさっきの1個前のニュース画面に戻ります。ピカチュウがいっぱいいたとこ。米国土安保省、ポケモン仕様で物議。不法移民ゲットだぜ。もう本当これ最悪ですよね。これ以前の事件ですね。前のやつですよね。去年の9月の事件、ポケモンのテーマ曲と映像を使用してアイスの宣伝ビデオを作ったんですよ。最低すぎる。最低でしょ。だからね、これの時にもっとしっかり怒っておかなかったから舐められてるんですよ。まあやっていい。こういうこと使ってもアメリカ様には逆らえないだろうっていう、成功体験を与えてしまったんですよ。だからといってなんでしょう。アメリカ日本国のために逆らわねばならぬって言い方はしたくない。そうじゃなくて人間として人間としてダメだろっていう話がしたいんです、我々は。はい。だからね、やっぱり任天堂法務部がね、ちゃんとね、アメリカ相手に訴訟を起こさないから、やっぱ舐め腐ってるし、まあ AI 企業とかがね、舐めてかかってるのも、それが原因ですよね。やっぱり日本が本気で怒らないからだと思うけど、本当に怒らなきゃいけないもう段階に来てると思いますね。はい。ケリアスヨットさん、コンカラスです。国際社会が現行の侵略戦争に対する対応は変なのは、国際法や国連憲章ではなく、侵略されている国と侵略しているという国のどちらの陣営かで判断しているから。いや、ほんとドイツ完全に陣営判断しかしてないですからね。お前のウクライナ連帯は何だったんだって、ほんとふざけやがってって。おかしい。本当に。まあそうじゃない国もありますけどね。後で紹介しますけど。ちゃんとしてる国もあるんだけど、ほんとドイツとか日本はひどい。ひどい。いや、まじ本当にオタクと呼ばれる人たち、もちろん全員ではないですよ。全員ではないけど、だから普段、例えば、まあ、ポリコレだって言って騒いで、面白くないって言っちゃう人たちの話ですね。の人たちは、なんか、いやだから本当に全部間違えてるからすごいですよね。マークシートを全部間違うっていう感じ。回答をしてくださってるじゃないですか。本当にこのね、アイスの件だとか、今回のね、マガの件とかで、
アメリカを批判せずに、あの、またちょっとパッと思いついたのがあれなので申し訳ないですけど、舞台版ハリー・ポッターのはい。ハーマイオニーがブラックのねキャストが選ばれた時にめっちゃファンから批判が出たんですよ。ハーマイオニーは黒人じゃない。でその時にJK ローリング JKR はいや別に黒人のハーマイオニーがいてもいい、別に全然そんな問題じゃないって言ってて、私はその時なんて素晴らしい作者なんだと思ったんですけど、まあね数年後全部ひっくり返されるんですけど本当ふざけんなって感じなんですけど、本当にだからそんな感じで都合のいいことばっかりのダブルスタンダードをやってるっていう愚かさにやっぱ向き合いたくないってっていうこというなんですのかね。がね、ちょっと辛い、ちょっとじゃねえな、だいぶ辛いですね。やっぱ同じ自分がやっぱね好きな作品、まあもうハリー・ポッターはねでもエマ・ワトソンのおかげで私、ここにこういう形で存在しているので、だからやっぱでもやっぱハリー・ポッターがなければエマ・ワトソンはポジションにいないわけで、だからすごく複雑な思いと苦しみを抱いてるんですけれど、だからやっぱね表現を愛するものとしてだからこそなんでしょうね、人権と社会正義と公共の福祉に基づいたことをしてくれないと困るよって思うんですけど、体制に加担して何になるんですかねっていう話ですね。だからやっぱ何年か前にね選挙の時にね遊戯王の作者の高橋和樹さんが書かれたブラックマジシャンとブラックマジシャンがあると、あと大好きな闇遊戯のイラストがねあれがねめちゃめちゃオタクが反発してたんですよ。カズキンがどうして自民党政権をそんなこと言うんだみたいな、落ちたなカズキングみたいに言われてたりしたんですけど、私からしたらカズキングが正しいんですよ。そうですね。マジで本当にだからオタクっていう属性でまとめちゃったりとか、オタクってなんか割とねだから一体感があるように喋るんですよね。我々はオタクという団体概念であるみたいな感覚でやっぱ、ね、主語が大きかったりとかするんだけどこれですね。そうこのめちゃめちゃかっこいいイラスト。私はこれを見たときに遊戯王は私永遠に好きでいられるな、ありがとうって思ったぐらい感動してたんですけどね。だからやっぱり他のやっぱ、受け取るさっきも話しましたけど、やっぱ受け取る側の倫理とか人権意識とかそういうところがちゃんともう一回問いただされてるなって思う。だからそうですね、この篠原ってなんか多分これネット用なんですけど、この人だからこういう風になんか揶揄するようなねことを当時言われたりしたんですけど、全くね正義に基づけばね高橋さんの方が正しいし子供の側に立ってんのどっちだっていう話ですよね。あとなんかこれデュエルマスターズなんですけどデュエルマスターズならコラボ歓迎ですよ、ラブコールも届いてますってこれにリプしてる人がいて、ちょっと受けたので紹介したいんですけど、これ知らなかったんですけどなんだこれってトランプ大統領しかもスートがダイヤなのか。ですね、ダイヤってお金を示すんですよね。占い師の発言をしますけどトランプってもともとタロットの前身とも呼ばれていまして、なのでハートが水、カップなので感情とか愛情とかを示す。で、スペードが風で剣、剣なんですね。で、クローバーが火なのでワンドで火を示すんですけど、ダイヤはコイン、大地を示す富を示すカードスートなんですよ。なるほど。すごいですよね。だからトランプ大統領がダイヤなのめっちゃ面白くて金じゃんって思って
オベイセレさんのコメントしてくださったの、これ子供が考えたんだ。へえ、すごいな。でもね、そう、だから子供は悪くないんですよ。子供悪くないし。そうトランプっていう題材に目をつけるのってすごく普通にありますからね。遊戯王でもなんだっけな、トランプのモチーフのモンスターいますし、このトランプ大統領っていうのもすごく逆に子供として素晴らしい着眼点してると思うんですよね。ただこれを持ち出してだからこれの作者を揶揄するのはよくない。これを使ってトランプを批判するのは正しいと思うんですよ。はい。もうそうなんかね、金が全てみたいな感じだ。しかもそうワールドブレイカーなんですよ、必殺技が。このクリーチャーが存在すると相手のシールドを全てブレイクするってやばいこれ分かっててやってるんじゃないのっていう。2018年ぐらいに発売されたカードらしいんですけど、デュエマの人すごいなと思ってすごいわざとやってるんじゃないかって気がするんですけど、でもやっぱりこういうなんかその風刺とかってすごく大事だと思うんですけどね。やっぱりユーモアある風刺だし、そんなね侮辱的でもないにも見えないし、大事ですよね、こういうのそう、デュエルマスターズのカードですだから逆にね、こういう風刺が身近にある方が大事だと思いませんか？大事ですよね。なんでかっていうと結局政治の話がタブーとされてるじゃないですか、今の日本社会。はいはいはい。でもこういう政治風刺が近くにあれば、政治って身近なもので自分たちと関係がないものじゃないっていう、その認識だからやっぱ政治って他人事難しくて分かんないとか、逆にやっぱ政治的な発言をするとね、なんでしょうね、思想が強いとかわけわかんないこと言われちゃう。世の中においてやっぱ近くにこういう風刺があって政治について考える機会があるっていうのは大事なので、これをなんでしょうね、採用してカード作ったのは正しい、マジで正しいと思いますそうですね。シールドフォースっていうもう一つの能力も、クリーチャーをバトルゾーンに出すとき、自分のシールドを一つ選び、そのシールドがシールドゾーンにある間、その次の、相手は自身のクリーチャーをすべて山札に加えてシャッフルすることができるって、これなんかまあ味方陣営をぐちゃぐちゃにしてるのはそれっぽいかもしれない。いや面白いな。でしかもやっぱトランプっていうのがそもそもカードなので、敵を山札に戻してシャッフルさせるってことでしたっけ？そうですね。だからやっぱそんな感じでカードにこう紐づいたのめっちゃ面白い。だからこの人は天才ですよ。でダイヤがちょっと目立ってるのもめちゃくちゃ面白い。占い師的にはそのお金なのでめっちゃ面白いっていう。一応言っておくとトランプっていう名前自体をバカにしてるんだったらそれは良くないと思います。名前は固有のものなので、ただ別にそういうわけじゃないじゃないですか。別にトランプある意味かっこよく書いてるとも言えるわけで別にお前のことだとは言ってないっていう大事なのはこのトランプじゃなくて、トランプ大統領っていう大統領がついてるからこそ成立してるんですよ、この風刺っていう。そうですね、場合がね、そうだから相手が相手自身の場を片付けるとかなので、なのでそうやってこう相手に考える隙を持たせないとか、そういう風にカード的なもともとトランプがカードだから山札に戻すっていうか、片付けさせるっていうのも面白いなって思ったし、で実際やっぱそうやってそうだな、現実でもトランプの言ってることをどう答えたらいいかっていうのを手札をね、どれを出せばいいかって考えてる外交のね、諸外国みたいな感じになってて、めっちゃ面白いな。いや、興味深いって意味での面白いが起こって、すごい皮肉ですよね。でもこれをやっぱね、考えるべきだな。オタクはこういうね、風刺をね、分かる方が多分面白いと思うんですけどね。本当に。そうですね。
そうそう。今コメントしていただいてますけど、習近平をね、熊野プーさんに叩いたりするのは、あれはね、ほんとそれ中国はダメです人差別のニュアンスあるから、やめないた方がいいっていうか、あれはダメですよ。普通ダメです。にネット右翼の人たちはね、気づいてもいないかもしんないけど、体型とかのやっぱ揶揄だし、黄色人種っていうのも多分、だから揶揄してる意図があると思うからね、あれはダメだと思います。だからトランプに対してもね、そういうのは良くないと思うけど、これはまあギリギリセーフだと思いますね。そうですね。結局、明確にトランプっていうカードを指してるっていう書かれ方なので、だからこれがね、後ろのカードの兵隊たちがカードの体をしてなかったらちょっと危なかったかもしれないですけど、あくまでそのトランプっていうカード自体を指してますよっていうところが絶妙だなっていうふうに思います。あれ、海馬が軍需産業からおもちゃ産業への改革したのってアニオリでしたっけ？遊戯。どうだったかな、というか、もともとその海馬と、海馬瀬戸さんって言うんですけど、原作はアニメと漫画共通の設定だそうです。すいません。ありがとうございます。で、あとね、その、弟くんがね、海馬木馬っていうめっちゃ面白い名前になってるんですけど、で、2人ともね、個人っていうか、養護施設から引き取られてるんですね。で、郷三郎っていうやつが、だからその、自分の後継ぎである息子が亡くなったから、後継ぎを探しに孤児院に来た時に、なんかカードゲームで勝ったら僕と弟2人とも一度に引き取ってくれって言って、瀬戸さんが郷三郎に勝負を仕掛けて、ちょっとね、ズルをして勝った、イカサマをして勝ったんですけど、それすらも認めて、郷三郎は引き取ったんですね。ただその後、瀬戸さん長男上の海馬瀬戸に対して、すごい帝王学的なしごきをめちゃめちゃして、もうしごきじゃねえな、もう虐待をずっとし続けてきたんですけれど、ただその海馬さんには夢があって、子供たちに対して何か還元したいと、子供たちの夢を作りたいっていう人なんです。あの人めっちゃわけわかんないこといっぱいしてますけど、だからあの人ね、海馬ランドっていう遊園地を開いて、恵まれない子供たちのための遊園地を作ることがあの人の夢なんですよ。だからその点すごくないですか？すごいんですよ、海馬瀬戸さん。そうですね。で、弟のことがすごく大事で、木馬くんのことすごく大事にしてますし、そうだから海馬コーポレーションはね、だからそうやってだから父親の意に沿うようなふりをしておいて最終的に裏切ったじゃないですけど、上手を取って海馬瀬戸さんは自分の強さを示して、独裁者である郷三郎から会社を奪ったんですよ。奪ったっていうか、まあね、ちょっとそうだからすごい海馬瀬戸さんはね、ちょっと変竹林なんですけど、そういうところはちょっとちゃんとしてて、であとやっぱその養護施設から引き取られたみたいな設定を盛り込んでるあたり、やっぱ高橋和樹先生の人権感覚すげえなと、やっぱちょっと、やっぱ改めて尊敬せざるを得ないですね。すごいな。はい。集英社と合併したんだ。なんかこれ嘘ニュースになってるけど。ダークディメンションズのあれから宣伝だった。左右ともに、その政治風刺がやっぱり差別的なものってたくさんあると思うんですけど、それはね、差別は差別であり、差別じゃないものは差別じゃないので、そのラインっていうのはね、これは結構ギリギリなラインだと思うけど、やっぱプーさんは差別的だと思うし、それはね、左右とか関係ないとは思いますね。そうですね。DPRK の人のこと黒電話っていうのもだいぶあれは髪型とかだって見た目を直接揶揄してるからどう考えても差別ですね。はい。なのでやっぱそこのね、だから風刺と差別って似てるようで全然似て非なるものだっていうところはやっぱちょっとね、忘れちゃならない。そうですね。よく左派の人も忘れてる人が結構いるので、そこは本当気をつけた方がいいと思います。はい。だからその
ユーモアは大事だと思うんですよ。やっぱちょっと面白いというか、なるほどなっていう皮肉がなんかちょっとね、シニカルな方がなんかちょっと面白くて広がるし、馴染みやすいんですよね。そうだな。だからそれは全然風刺自体はいいんですけど、やっぱそこを、ラインを超えたらダメっていうところはやっぱ持っておかないと、そうやってること結局何やってんだって話になるので。やっぱ見た目とか人種とかね、性別とかを揶揄するのは絶対差別に該当するので、ここはやっぱ避けなきゃいけないとこですよね。はい。そうですね。ただ差別の感覚人それぞれですけど、だからこそ悪意や問題意識のあるなしで、判断しちゃいけないんですよ。悪意は大抵、差別は大抵悪意のない人がするっていう、これあれ書籍でしたっけ？そうです、書籍。があるんですけど、ちょっと私読めてないんですけど、あれただもね、そのタイトルした方がいいと思います。はい。ただもうタイトルで全てを語ってるよねっても思うんですよね。だから本当にそこですよね。そこを勘違いしたらやっぱ落ちる。我々も人権派って名乗ってるくせに落ちてますねっていう風にはなるなって思います。だから今ねサナって言ってるのっていうのはそのサナ活してるなんでしょうね、現実を見ずにサナ活してるっていう人たちへの批判を込めてサナって言ってますけど、結局ね石破とか岸田とか安倍晋三、晋さんって呼ばれてたりしましたけど、とか菅のおじいちゃんとかって呼ばれてたりしましたけど、高市だけ早苗ちゃんって呼ばれてたりするんですよね。批判する側からも。そこがね、良くない。そこが良くないっていう。だからやっぱ、超えちゃいけないラインとか、やっちゃいけないこととかは、しっかり守った上で、ユーモラスな皮肉ができる人っていうのが、必要というか、そうだな。そうだから大体差別はね、悪人というか悪意がない人がやっちゃうことだし、それこそ風花さんの最初の話でもありましたけど、外国人っぽい方に対して日本語上手ですねって言ったりするの、これもう直球の差別なんで、でもこういうことってやっぱりね、そうか、差別になるんだっていう、知識とかね、相手の視点に立ってみれば分かることではあるんですけれども、やっぱ分からないところは分からないし、マジョリティ側として生活していると、なかなかピンとこないところもあると思うんですよね。やっぱその場に直面してやっと知ったっていうところだったので、ただだから私最近ね、言葉が怖いんですよ。差別用語使ってないかなって不安になるんですけど、ただね、その差別用語を使わないように差別用語を調べようっていうのちょっとわけがわからないので、なんだろうな、特にだから例えばですよ、陰夢用語を使わないようにするために陰夢用語を調べて勉強しようというのはちょっとわけがわからないので、指摘されてその都度直していくっていうところを考えていかないといけないなと思ってるんですけど、もちろんだから出所がわからない言葉を使わないようにしないといけないなっていうふうに、でその言葉自体に何か差別的なものが潜んでないかなと思って使って、だけどその根源が悪いものであったら指摘をもちろん受けて、なるほどと言って改めるっていうところですね。例えば私の場合で言うと、それこそ最近まで安倍晋三さんの言葉だったワークにっていう、言葉ですかね。あれね、知らなかったんですよ。安倍さんの言葉であるとか、その安倍さんのしたったらずさを揶揄する言葉ってことを知らなくて、単純になんかこの我が国って言いたくない、この国を。だから我が国程度でいいだろうぐらいな感じの批判で使ってるんだろうなと思ってから使ってたんですけど、喫音当事者の方から直接ご指摘受けまして、それ喫音とか喫音だとか、滑舌が悪い方とかに対する揶揄になりますよというところで知らなかったというところで、
まあ、知らなかったからといって免罪されるわけではないんですが、ただそこの時点で改めればいいので、ただなんでしょうね、最近はね、リベラルなことしてるはずの人が、気違いっていうツイートしてて、ちょっと待ってとか、頭がおかしいとか書いてて、ちょっと待ってとか、狂ってる、ちょっと待ってってなったので、そういう、明確に単語としてダメなやつとか使わないように当然してますけれど、で、ただやっぱ、左派の人、リベラルの方が使ってあるから多分大丈夫なんだろうと思って使う言葉が差別用語だったっていうことを私は体験したので、やっぱそこをちょっとね、考えないといけないなっていうふうにはすごく思うかな。気をつけていかないといけないかなっていうふうにやっぱちょっと身に染みて思ったところではある。やっぱ全てを把握することはちょっと無理ですけど、やっぱ指摘を受けたらその都度受け入れていくっていうところではをちゃんとしていけたらなと。もちろん指摘されないような言葉を選べるのがね、正解だとは思うので、その点はね、もちろん頑張ってやっていこうかなと思いますけど。だからね、重要なのはね、この本ね、やっぱ悪意がないから仕方ないって明晰する本じゃなくて、むしろ逆で、そんなつもりじゃなかったっていう風に済まされることじゃないですよっていう、だから非常に厳しい視点の本なんですよね。ただ、だからといって、当然ヘイトスピーチをするようなやつっては論外ですし、それはそうなんですけれども、ただそういったね、悪意ある連中の言葉を我々も無意識にね、再生産してないかっていうところの問題意識なんですよね。そう。だからね、だから悪意を持って自覚的にね、差別するどうしようもない、ヘイトスピーカーの人たちに反対することは大事です。で、その上で、無自覚に差別することがやっぱりないようにしなきゃいけないっていうところですよね。はい。ゆうこさん、コンカラスです。萩生田さんとかの体型を風刺漫画にするのは不快でした。なるほど。そうですね。だから、それはダメですね。萩生田さんもね、なんか陰謀論者のね、変な人たちに狙われてて、彼は自業自得な面も大きいですけどね、ああいう人なんで、ただ、憎まれるのは自業自得だとしても、だから認めとかやっぱ揶揄していいわけじゃないし、そんなことしなくてもね、彼には山ほど問題があるじゃないですか。裏金3000万統一教会男ですよ。だから裏金3000万統一教会男なのに、それだけで十分事足りるからですね。そうだから本当はそこにフォーカスしなきゃいけないのに、むしろねそういうことするとかえって批判が薄まったり変な方向に行っちゃったりするから、やっぱり余計良くないですよね。はい。っていう思いですかね。そうだからその人のパーソナリティとか見た目を揶揄するんじゃなくて、言ってることとか行動とかね、裏金3000万とかやっぱそういうことを批判しなきゃいけないですよね。そうですね。事実を批判しなきゃいけないんですよね。だって事実だしね。そうなんか忘れたかのよりやってるけどって。内心の自由はあるんですけど、それを発言した時点では批判されるんです。内心で持ってるだけに関しては批判されないんですよ。内心の自由なので。ただそれを口に出した、みんなの目に見える形にした時点で批判されるっていう風になるのは、やっぱそこのラインをしっかり我々は考えておかなきゃいけないなっていう風には思うところではあるかな。なるほど。ありがとうございます。そうですね。だからね、生理用品に関してとかね、やっぱり私もね、シス男性なので、なかなかピンとこなかったりするところもあるし、だからそういうね、自分の目が見えることを前提とした言葉だったりとか、そういうのもやっぱ気をつけなきゃいけないですよね。はい。村上正文さん、ありがとうございます。1.1 周年おめからすです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたいことにね、初回のキテレツ相談ダイヤルから1.1年、皆様に温かく見守られて、頑張って、なんでしょうね、反戦反差別で頑張ってきております。そうなんですよね。そう、SNS はね、個人的な
もちろん個人的なね、苦しみとか吐露していいと思いますよ。誰かに見てもらわないといけない。誰かにリプしてたらちょっと、距離感考えた方がいいんじゃないかなと思いますけど、自分でただポツポツつぶやく分には、その自分で抱え込めなくて苦しいから書いてると思うので、その行為自体は責められなくていいんですけど、その内容がね、差別的であれば、それはまた別の話っていうところですよね。うんうん。ただですね、我々のそういう、だから、ただね、皆さん、だから、ちゃんとね、人権について皆さん考えている方が今、集ってこられると思いますし、なんか、その人権は当然にあるものと考えているのが我々だと思うんですけど、なんか人権が当然だと思ってないやつが現れたということで、ちょっと最後に話したいんですけど、なんかとんでもないやつが訪日してましたね。ベイ・パランティア・テクノロジーズのピーター・ティールが表敬訪問に来ました。なんで会っちゃうんですか、高市さんは。首相官邸銀バッジ。いやー、これは絶対もう官邸に入れるべき人間じゃないですね。まあ伏線はあったんですよ。小泉さんが1月にパランティアの、これティール本人じゃないけど、偉い人と会ってしまっておりまして、まあ AI やデータ分析のソフトウェア開発企業、AI やデータ分析のソフトウェア開発企業じゃねえだろって思うんですが、まあパランティア社に訪問しに行ったんですね、わざわざ。で、そこでまあ意見交換とか行っていたんですけど、はい、まあパレスチナについて知ってる人で知らない人いないと思いますけど、パランティア社はイスラエルの諜報機関モサド、保安庁、IDF に暗殺、諜報、監視、虐殺のための技術を提供している企業でございます。はい、ティータ・ティールとね、まああと、まあ CEO の人他にもいるんですけど、ガザ虐殺をイデオロギーに的に支持しているシオニストで、まあイスラエルと軍事分野の戦略的パートナーシップを提携しています。いやー、これが日本の AI 環境を握るのは本当にまずいですよ。シャレになってない。答え合わせしなくていいよ。で、しかもオレンジのネクタイは関係ないはずだけど、なんかちょっとムカつきますよね。参政党じゃないですけどね。じゃないけど、なんか、わざわざオレンジ選ぶんだ、ここでって、やっぱちょっと思っちゃったりする。いやっていう。あ、昼間眠いさん、こっからすです。出たって出ちゃいました。はい。あ、そうだ、パランティアのしゃべり、指輪物語から撮ってるらしいんですよ。ふざけんなって思いません。うわマジで腹立つんですけど。はい、民主主義否定派、テック系 CEO の独裁を夢見るですね、まあ、暗黒オルタナ右翼のボスとも言われてるティールですけど。最低。来るな。だからね、こういうことすると、余計にですよ、イスラエルとアメリカによるイラン侵略攻撃、日本も加わってたわけですけど、に対して批判している人々にとって、この姿を見たら、あ、日本もあいつらと同類か、連合軍だな、日本も報復対象にしないといけないなってなっちゃうでしょ。なるでしょ、だって。実際それでね、日本国内でも同じようなことがあったじゃないですか。安倍晋三さんがお墨付きを与えたせいで、僕はだからこの宗教から逃げられないんだ、この宗教に永遠に苦しめられるんだと思って追い詰められた人の悲劇が起こったでしょ。あれと同じ図式がまたできてるでしょ。このにこやかにね、握手してます。してるのかな。まあ、しててもしてなくても別にあれなんですけど、握手はしてないですね。しててもしてなくてもこの4ショットアウトですね。進次郎、小泉進次郎もね握手してましたし。進次郎握手してますね。もうダメですよ。これでよしじゃないでしょ。一切良くないでしょ。でしかもやっぱ結局ね、向こうから来てる2人も男性表彰ですし、高市が選んで連れてきてるのも男性表彰でしょ。やっぱ女性がいないっていうところがやっぱね、2人来るならね、女性表彰と男性表彰1人1対1で来るとかでもいいじゃないですかって思うんですけど、やっぱこういう
思想ってマッチョだから、やっぱちょっと女性がトロフィー的だったり、そのはべらすものであったり、ちょっと華やがせるものとして扱われちゃったりとかっていうところの差別にもつながると思うんだけどな。その点どうでもいいのかな。どうなのかな。まあ、ちょっと、全然ティールを擁護する気全くゼロなんで、それを前提に聞きたいんですけど、2つだけ補足しとくと、まあ、ティール本人はい。は、オープンリーゲイなので、なあのにオルタナ右翼なのが意味わからないんですけど、いや、それはそ全く、う。あんまりそういうつもりはなかったかもしれないですね。ただ、あすみません、と、そこはあの、私が知らなかった。そう。で、あとね、なんでしょう。ただ、パランティアはものすげえシオニズム思想で、ティールもシオニストなんですけど、虐殺にはね、虐殺システムって、ドローンで直接、その AI を使ってね、狙うラベンダーっていうシステムがあるんですけど、ラベンダーにはパランティアの技術は使われてないって言い張っているんですけど、いや、そういう問題じゃねえからって、そういう問題じゃねえっていう。っていうか、ラベンダーっていう名前を付けられてるのもすごく不快なんですけど、ラベンダーってね、すごくリラックス効果がある、そうですね。素敵なお花うんなので、ね、特にほら、北海道とか美しいラベンダー畑があったりしますよね。うん。やっぱ、それ見るたびにさ、思い出すの嫌じゃないですか。殺戮ドローン、ラベンダー、ってなるじゃないですか。うんやっぱちょっとね、そうやって、散奪されてる気分になりますよね。そうですね。だからパランティアテクノロジーズはまあずっとガザ虐殺が開始する前からもう AI プラットフォームを提供してて、まあ連帯の意をテレビアビブで表したりとか、まあね、ガザ地区でパレスチナ人を殺害したって言われたらなんか逆上してそれはテロリストだみたいなこと言ってみたりとか、いやみたいな。だからもう思想的にもうイスラエルに入れ込んじゃってるから、かえって立ち悪いんですよね。そう。で、まあそんなティールがトランプ支持に走ったのはやっぱりニックランドの加速主義とかね、そう暗黒啓蒙とかの思想に共鳴しちゃってんじゃないかなというですね。あとはやっぱ、日本国内でも見られますけど、物分かりのいいマイノリティを演じてるんじゃないですか、オープンリーゲイっていうことを。それはあると思いますよ。だから自分はなんかそういう主張はしないみたいな、なんかよくわからんことを言ってるので、だからなんかその自分、それ以外では協力するからここの部分黙っといてよっていう、嫌な過剰適応も感じる。一切擁護しませんよ。擁護はしませんけど、なんかそれをちょっと考えちゃいますよね。やっぱそのトランプに協力してるんだから、自分がオープンリーゲイであることをどうこう言わせないようにしてる。でも、それまあ防衛本能だとしても防衛本能っていうよりかは迎撃準備、迎撃能力っていうか先制攻撃能力なので、やっぱなんかいろいろ間違ってるんですよ。もうトランプが通ったこと自体からして間違ってるのであれなんですけど、難しいな。だからまあだって本人はね、結局トランプみたいな人間を支持することでね、仲間を傷つけてるわけですからやっぱり間違ってますよ、やり方として。まあそこはね、結局自分だけが助かってもね、ゲイコミュニティがどんだけ偏見にさらされるかっていうことはきっと考えてないんでしょうからね。そうですね。自分とパートナーだけが助かればいいっていう風に見えてしまうのかな。ですね。そうだからまあね、やっぱりマイノリティの人はね、やっぱ過剰適応というか、その良いね、モデルマイノリティに見られたいっていう願望がやっぱりあると思うから、そこは本当気をつけないとまずいですよね。なんかコロッと転ぶ人がいるので、まあ本当にだから例えば障害者なんか例えば何かしら特性を持ってる人が面接作るときに、自分の障害特性はこうで、こうすればカバーができて生産性があるのでって自分で全部考えてこないと意識低いよねみたいな。
なんか自分はこういう特性なので、どういう対応してくれますかって会社に求めるのはダメだよみたいな。っていうなんか意識高い系かっこ笑い社長のツイートがね、ちょっとちょっとじゃないな、だいぶ前にバズってて、クソタレがよって、ちょっとベジータみたいにね、思ってた時があるんですけど、その自分、社会の側に障害があるっていうことをちょっとね、忘れすぎですよね。だからこういう特性があるけど、あなたのところの職場で私が就職したら、どういうふうにフォローしたら私がそこで仕事できるかって。だってね、そこから新たに飛び込む人がこういうことをすればできるのでお願いします、雇ってくださいって頭を下げさせるので、結局それも主従関係じゃないですか。対等じゃないので、やっぱ雇用側が、うちの職場はこういう感じで、こういう作業がある。だから君の特性にこういうふうに対応すれば、君も、なんでしょうね、仕事しやすいだろうし、こっちとしても、うまく連携して共に仕事ができると思うんだけど、どうかなっていうのが経営者でしょ。なんで、その職場の中の事情とかもわからない側に、自分の障害をカバーするっていうか、打ち消すための、案を考えて持ってこないと意識が低いとか、なんか仕事を舐めてるっていうのは、ちょっと、はってなってたんですけど、やっぱそれにだいぶやっぱ賛同する人が多いんですよ。で、そうですね、当事者側としてもこういうことができるからお願い雇ってって、やっぱね、障害者がね、職を得られないの多いんですよね。で、障害年金もね、ちょっと以前にもニュースになった通り、受けるのが難しかったり、だいぶハードルが高いので、生活保護もなかなかハードルが高い中、B で A 型に行ける人は最低賃金が保障されるけど、だからといって生きていけるかって言われたら生きていけるわけじゃないし、なかなかその生活できるお金になるかって言ったらそうじゃないし、で最終的にやっぱB 型に行くともうとても生活どころの話ではないっていうところだったりするので、やっぱねそこ障害当事者にそういう社会側に障害があるくせに生きづらさを抱える人にお前が自分で考えてこいみたいなことをするのはっていう、それはおかしいよってやっぱちょっと言っていかないといけないフェーズ、もう本当はねだいぶ前から言ってましたし、私ずっと障害者福祉的にはずっと怒ってるんですけど、やっぱなかなかそういう風にやっぱ、物分かりのいいマイノリティを演じなきゃにならなきゃいけないっていうプレッシャーはね、実際当事者の方抱えてらっしゃるよなっていう風なちょっと感じるし、自分もやっぱ私自身もねその障害を持ってるものですから、ちょっとなんか普通になれないみたいな、社会に馴染めないって思った時に、それはあなたのせいですかみたいなところがねあったりするわけですよ。そうですね。カミングアウト禁止とかふざけたことがあるんですか？存在を否定してますね。はい。いや本当最低。トレボコさん、コンカラスです。ピーター・ティールはですね、そうですね、伊沢さん解説ありがとうございます。イーロンより4つぐらい年上なんで、兄貴分みたいに見られることもありますけど、実際ライバルですね。ペイパルマフィアって言われる、ペイパル関係者の、ドンみたいな存在でずっと、ライバル同士で激しく争ってたんですけど、最近では、どっちもね、保守寄りに転んだので、なんか仲良しになってるみたいな、そっちに転ぶんかいっていう感じですけど。はい。でもそういうやつらは、また多分仲違いするので、何かのきっかけになればね、またトランプとイーロンみたいに対立するのかもしれないですけどね。はい。いや追消滅してくれればいいですけど、巻き込まれる人が多すぎるので、それにその仲違いを待ってる間に日本がもう引きも返せないところにまで来ちゃってるので、待ってらんねえや、どうにかしていかねえといけねえなみたいなことがある。
ちなみに今確認したら、ピーター・ティールは2010年に Go Proud っていう保守系の同性愛権利運動を支援した一方で、2012年にミネソタ州の結婚は一人の男性と一人の女性によるっていうの提案に賛成してますね。何なんだこいつなぜ賛成した？やっぱそれ聞くとやっぱ嫌な過剰対応に聞こえちゃいますよね。ちゃいますけどね。やっぱそれに賛成だから結局自分はお金持ってるから結婚っていう婚姻制度がなくても多分パートナーといられるんですよちゃんと。まあ本人は別に困ってないからね、政治的に味方するときは共和党に味方するみたいな感じなんでしょうね、きっと。だから結局、入院したとしてもパートナーがね、入院しても、自分が入院したとしても一般は通れなくても私はピーター・ティールですよっていうどっかの兵庫県知事みたいな感じに言ってあ、ピーター・ティール様ですか、どうぞお通りくださいって言ってその権威を振りかざしてお金も持ってるから、そういう不安がないから結婚しなくてもいいって言えちゃうからこそそこの部分、打算的に、だから結婚制度はじゃあ男と女ですればいいんじゃない、俺は別に結婚しなくてもパートナーといられるからっていうやっぱそう俺が大丈夫でも他の人がそうか限らないっていうところをちょっとね思いっきり体現してるよねっては思いますけどね今。まあ正直だから州レベルの法律だから別に別の州に引っ越せるし、なんならねカナダに行けばいいだけの話なんで、彼は困らないですからね。カナダ君的には来ないでってならないのかな。そうですね。で、実際海上土地を建設しているね、民主主義国からの離脱を目指すみたいなめちゃめちゃなこと言ったこともあるんですよね。最悪。なので過剰適用には皆さん気をつけましょう。で、そしてすいません、ちょっとティールの話になっちゃったんですけど、パランティア、まあ問題なのはでもティール本人よりもやっぱパランティアですよ。そうですね。パランティアは昔からこの手の監視ビジネスに注力しており、第一次トランプ政権の時に予測操作システムを売り込み、今はまあアイスですよね。アイスと戦争省に協力していると。で、パランティアがやってることは中国のデジタル主権システムの監視、行動誘導、評価、社会信用スコアなどの米国版を作るということで、いや、最悪だなっていう感じしかないですけど。まあ要するにだからアメリカと中国しかできないこととして AI でまあ我々のいわゆるビッグデータを集めて行動を誘導したりまあデータを評価してまあ反体制派を捕まえたりとか社会的評価を決めちゃうみたいな監視社会をですね構築できるっていう。でしかもね今デジタルでしょ、だから今ね広告とかによって、あと SNS もアルゴリズムでX、ツイッターの件でね、皆様もうご存知の通りだとは思うんですけれど、行動を誘導するの簡単なんですよ。そうですね。似たような広告いっぱい出せばいいし、染めやすい、だから無意識のうちにその行動を選ばせやすいっていう、だから昔よりもだからみんながスマートフォンでインターネットにつながれるからこそ、誘導しやすいっていう現状ができてるっていう、悪い意味でこの技術の進化を使われているっていう、悪用されているっていうようなね感じなのかな。でまあこの方の問題意識としてはやっぱり米中しかこういう超技術 AI 技術を今のところ持ってないので日本なんて典型的ですけどやっぱ法律が弱い国はねほぼ植民地化されるみたいな。だからね、だから絶対法律をちゃんとして整備してね、きちんと運用しなきゃいけないはずなんですけど、なんかね、国家情報会議創設法案を作るって言ってるので、大丈夫か、マジでっていう。だからスパイ防止法とか、勝手に決めたんでしょう、なんか。そうですね、自民党で決めちゃってるから、まあ今自民党で決めれば確かに衆院では強行可決できちゃうんですけど、
いや、そういう問で、題じゃねえよって。野党になった時にね、討論大事かなんかって言ってたんでしょ高市早苗さん。そうですね。昔は言ってうん。ましたからね。うん。今はあの、あの、価値観のアップデートによって言うことが変わることはあるから、一切変わるなとは言いませんけど、うん。堕落するなよっていうのは当然のことでしょ。堕落うん。すんなよ。っていう話ですようん。ね。ひどい。まあやっぱり自分で情報をなんか探しに行くのと逆で、本当に情報をこっち向こうに権力に管理されるみたいな世の中になると危ういですよね。中国は人民に政治家を感じさせるシステムを考えてる。それもすげえな。いやでも結局習近平さんは例外なんでしょ。それもやばいですよね。独裁を完璧にするような感じになっちゃうんだとしたら、いや習近平をクビにできるならそれはそれですごいですけど。いや、そうですね。そうなると中国またガラッと本当に変わるん変わるでしょうかもしれけれど。ないですけどうね。ん。まあとにかく技術は法律によってきちんと、決めて運用しないと危ないと思いいや、ます。それは本当にそう。うん。やっぱ前世によって保たれるものであり、うんそのね、それを前世を守るものであり、で、権力者を縛る、憲法がね、権力を縛るものであるからこそ、やっぱね、理不尽ではない法律は守らないとねっていう。誰かね、自分のことも大切な人のことを守るために、守らなければいけないというか、超えてはいけないラインっていうところはきちんとわきまえておかないとやっぱダメだよなって。いいとこですかね。で、はい、ということでですね、なんか、我々の1.1周年だったんですけど、結局なんか、すいません、ゲストに迎えたカラスマラジオっぽい感じになってしまいまして、今日、風花さんありがとうございました。いえ、逆に、反戦反差別をね、改めて、表明する機会となって、とてもありがたいですね。そうです。なんかスカーレット・クロワーズ我々にね、してほしいこととかあったら、私個人サイトがあるので、そちらのメールで送っていただくか、カラスモさん何かありますかね？なんか、お声をいただけるやつとか。質問箱的な。もちろん DM もあるし、質問箱も、質問箱面言の方に書いてあるけど、後で概要欄に貼っときますね。はい。もし何かあったら、はい、言っていただければ、全然匿名で送れたりするので。だから我々、1.1周年なので、ちょっとね、そういう話もしようかみたいな。どういう、方針としてはね、創作、エンタメに傷つけられないエンタメをするっていう、あれなので。なので変更の際も、もちろんその作者様とか、当時の台湾とかについての経緯と、あと謝罪というかの念は持ちながらも、やっちゃいけねえことはきちんと批判するっていう意味でグルーミングを批判するというところで、そのグルーミング被害者が苦しまないよう、もうできる限り苦しまないように、グルーミング被害当事者がブチギレながら実況するっていうことができた。なので我々の持ち味としては、そういうふうに差別を差別だときちんと認識して、エンタメを発信してくれるのがスカーレット・クロワルツだよねっていうふうにね、言っていただけるのがね、嬉しいなってと思いますので、これからもね頑張っていこうかなと思ってるので、何かね2人なんか我々にリクエストとかあればいただけたら、ちょっとね頑張らせていただきます。今後ともね、よろしくお願いいたします。まとめが下手くそなのよ、風花さんね、本当に。1周年おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます。カラスマさんとかもちろんですし、
リスナーの皆様に胸温かく迎え入れていただけたおかげでね、今があって、やっぱりね、連帯してる、烏丸百を一人で戦わせないっていうところもあるので、矢面に立たせたくない。なんで、だからみんなでね、こう、発信しようっていうところで頑張ってるので、そうなんだよな。コメントは別に大丈夫ですよ。好き、自由に書いていただいて、誹謗中傷とか差別じゃなければ全然書いていただいて、逆に盛り上げていただけて助かりますので、本当にコメントはね、いつもありがとうございます。コメントはね、ただ2人とかやってる時とかゲーム配信の時とかはやっぱりちょっとね、配信拾う頻度少なくなると思うんですけど、ごめんなさい。そこはそうなんですね。はい、我々の対話になっちう。ゃうのでね、すみません、いつもありがとうございます。そしてゆうこさん、ゆうこさん5000円ありがとうございます。スパチャありがとうございます。ささやかじゃない。全然ささやかじゃない。ありがとうございます。烏丸百の書籍代になります。ありがとうございます。いえ、後でちゃんとなんか分配しておきます。いやいや、しなくていいです。しなくていいです。烏丸さんがたくさんお使いください。私ただのゲストなので。ありがとうございます。ありがとうございます。いやね、こうやって皆様に支えていただけて、もちろん烏丸さんの頑張りが一番です。烏丸さんが頑張ってこの場を作っているからこそ、こうして皆様が集ってくださる配信になっていると思いますので、そこにね、お邪魔させていただいてるって言ってたけど、ユニットになったのでお邪魔じゃなくて、正式なね、出演者になったわけですけれどもね、音花文化が。はい、そうなんだよね。とてもね、本当にありがとうございます。本当に頑張ります。ちょっと音花風花も襟正して頑張らせていただきます。ね、ありがとうございます。まあ、あと最後にちょっと政治的に暗い話が続いたんで、ちょっとちゃんとしたことを言ってる政治家のコメントを最後にお聞きして1分ぐらいで終わるので、お聞きしていただいて終わりにしようかと思います。はい、ちょっと流しますね。We must learn from history and cannot play Russian roulette with the fate of millions of people. The powers involved in this conflict must immediately cease hostilities and commit to dialogue and diplomacy. And the rest of us must act consistently, defending now the same values that we defend when we talk about Ukraine, Gaza, Venezuela or Greenland. Because the question is not whether or not we are in favor of the Ayatollahs. No one is. Certainly not the Spanish people, and of course not the Spanish government either. The question, rather, is whether or not we are on the side of international law, and therefore of peace. Governments are here to improve people's lives, to provide solutions to problems, not to make people's lives worse. And it is absolutely unacceptable that those leaders who are incapable of fulfilling that mission use the smoke of war to hide their failure, and incidentally to fill up the pockets of a few, of the usual ones, the only ones who win when the world stops building hospitals to build missiles. 素晴らしい。はい、ということで、なんかもうヨーロッパの両親になってしまったスペイン首相サンチェスのコメントでした。この動画のいいところは、ちゃんと聞こえない方のためにまず文章がちゃんとついている。耳からの情報に弱い方はこれも合わせて聞き取れるということと、はい、手話通訳がいることですね。そうですね。正しい。本当に正しい。そして言ってることも正しい。正しい。なんで正しいんだろう。なんかこれが当たり前の政治家のコメントのはずなんだけどなっていう。なんかなんでそうならないのかな。なんでそうならないのかなっていう。なんか悪い政治家を見すぎてちょっとよくわからなくあるけど、だから人たちを政治家って呼ぶことの方が間違いなんじゃないか説ありますよね。だって国民を守るためには戦争しないっていうのが絶対条件のはずなんですよ。戦争したら国が痩せ衰えて国民も貧困に陥って困窮するので、戦争しないで戦争反対だっていう
姿勢をきっちり出して、できちんとなんでしょうね、対応ができるしている。スペインもね、過去はね、いろいろだからこそかな、スペインの歴史を考えると、だからこそ今これが言えるようになってるっていう、普通はでもドイツもこれが言えないとダメなんじゃないかな。ナチスのことがあるので、ナチスからナチス台頭とやべえことをしてしまったことの流れから、だからドイツからも同じ言葉が出てこないとおかしいんですけど、スペインさんの言ってることスペインさんしか言わないんです。これに続いてほしいですよね、いろんな国ね。そうですね。まあスペインの歴史をやっぱ考えると、まあすごいひどい、南米に対してはねめちゃめちゃひどいことをしてきた歴史のある国ですよね。だから帝国主義の先駆けだったわけですよね。スペイン無敵艦隊を率いて世界中を征服してみたいなことを、まあ真っ先にやってきて、しかも最近まで結構民主主義がね成立しなかったりとかいろいろ苦労してきた国なんですけれども、なんかね、だからこそね、やっぱり帝国主義をね、フランコ独裁が75年まで続いたんですけど、その後本気で帝国主義を克服しようとしてきたやっぱ国なのかなっていう気はしますよね。だからなんかドイツとか日本とか後発の帝国主義のね国々がいまいちな中でね、スペインとかね、まあフランスはちょっとゆったり来たりしてるけどまあフランスもスペインにそうですね連帯したりとかね、なんだかんだでヨーロッパが意地を示してるっていうのはね素晴らしいことかなと思います。はい。やっぱりなんかね、日本はもうちょっとこういう国にで勉強してほしいんですけど、なんかそう、なんかね、そう、過剰主義提供ですよね、それもね。後発の帝国主義国家こそ、まあ、先発の帝国主義に追いつこうとして、まあなんかね、おかしくなって、まあ、そういう過激な方向に行ってしまうとか。まあかけた年月の差を急いで埋めようとすれば、やっぱそういう無茶なことをしなければならなくなるっていうところだと思うので、それこそイラン人の方、評論家の方だったんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっとすいません、記憶忘れちゃったんですけど、以前読んだ評論で、まあイスラエルももうひどいことになってるから、あんなね帝国主義は長続きしないだろうっていう。で、なんでイスラエルがあんな風になってしまったかっていうと、戦後に唯一作られた、まあ帝国主義国家だからっていう。だからあまりにもその歴史が新しすぎる。で、まあ同じような歴史をやっぱりなぞってるじゃないですか。大量虐殺したりとか。だから歴史があまりになさすぎて、まあしかもその特殊な経緯でね、ああやってヨーロッパが悪いのになんか中東に押し付けられて成立しちゃったもんだから、反省する機会もなかったんじゃないかっていう。いやだからグリーンランドの名前がちゃんと出てたのもすごいなと思って。そうですね、ここでグリーンランドとベネズエラの名前をちゃんと出せてるっていうのがすごい、ちゃんと言及されてたのですごい。そうベネズエラといえばノーベル平和賞剥奪した方がいいんじゃないですか言っとこう。いやだからここでちゃんとウクライナ、ガザ、グリーンランド、ベネズエラがちょっと並列に並んでるのがすごいんですよ、って私は思いました。まあこれがやっぱりね、ちゃんとしたというか国際基準で考えるっていうまあ価値観ですよね。だからなんか国際法に基づくとか国際法を遵守するっていう言い方されたありましたもんね。だからちゃんともちろん精神論とか人道的な問題っていうのもあるでしょうけど、そういうふうにご自身がきちんと立法根拠のあるしっかりした、権威って言い方違うなんかしっかり効力のある正しい国際法に基づくっていうきちんと土台と芯があるから、その上にきちんと論理立てて積み上げているから、もう強固ですよね。だって、一切攻めるところがやっぱりないので素晴らしいなって思いました。で、そうサグラダ・ファミリアね、完成まで300年かかるっていう風に言われてたんですけど、あれこそね
IT 系の技術の発展とか 3D プリンターを活用することでね、ついにもう完成が間近みたいな感じになっているのでですね、そうやっぱだから歴史ってそういう何かしらの進化とか革新によって変わるんですよ。でもそれがやっぱいい方向に変わらないと意味がないでしょ。だから今回生成 AI とかに技術がつぎ込まれたせいで人権侵害が横行してるわけですけど、そもそも AI が何しなきゃいけないことだから、私ずっと言ってるけど、義足にAI が入ってて転倒とかを防ぐためのアシストを AI がしてくれるっていう義足があるっていう話を聞いて、この AI は素晴らしいなっていうところだったりとか、あとはだから目が見えない方のためにその AI が判断してなんか言うとか、なんかそういう医療関係とか福祉関係とかで、生かされる AI は素晴らしいと思うんですけど、生成 AI はやはりダメだなと改めてちょっと最近 AI が出力したイラストが見分けられなくなっちゃって、私はもう分かんないんですよ。はい、だから本当って思っちゃう。何これイラストレーターさんかな、それとも AI で生成したのかなってやっぱちょっと分かんなくなる。やっぱいろんな人の絵柄を知ってるせいで、やっぱなんでしょうね、いろんな人の絵柄にちょっとずつ似てるんですよ。だからやっぱ分かんない。で、指の数とかの不安定さもない。なんかある程度クリアされちゃってるし、最初のうちなんかニュースで使われてる AI イラストって全然ニュースの記事に沿ったものじゃないイラストが多かったんですけど、最近ちゃんとニュース記事に沿ったイラストが生成されてるせいで、これ書かれてるのかな、あれって思っちゃったりとかもするんですよね。そこがちょっと困るのと、あとやっぱ AI、あとはなんか、YouTube でも有名な精神科医の YouTuber さんがAI と対話してみるっていう、もちろんいろいろ脚注はつけた上でですけど、そういう風に言っておられたりとかして、難しいというか、AI との共存が難しいっていう意味ですね。なので正しく共存できないとね、どうしようもないと思うんですけど、なんかね、そこのやっぱちゃんと進んでいく、だから正しい歩みを、サグラダ・ファミリアに関しては、だから生成 AI 使ってないと思うんですけど、それでね、進捗がね、一気にググッと縮まって、革新が見えるとか、例えばだから他もね、だから日本の熊本城とかがね、地震で石垣崩れたりとかしたけど、そういうののためとかに AI が活用されて、早く復興の象徴になってくれるとかね、あればいいなってね。沖縄も首里城が燃えちゃったりとかしちゃったのも、なんかそういうのでね、助けてくれたらいいなって思ったりとかはするけど、生成 AI 君っていうところのあれがあるので、やっぱ使う側の技術ってやっぱ使う側の問題だなって、生成 AI はちょっと存在自体が生まれるべきでないっていうあれではあるんですけど、やっぱ毒にも薬にもなるよっていうところはやっぱ基本的にあるような気はしているので、やっぱだからそういう風にね、正しくポジティブにクリーンに活かせるような社会でありたいなっていうふうには思うかな。そうですね。なんだろう、今植民地主義の解説ありがとうございます。だから結局領土を拡大するとその費用を確保するためにさらなる植民地を必要とするんですよ。でだから日本も舐められてたまるかって言って植民地主義に走ったわけですけれども、だからデジタル植民地っていう言葉を使われてますけど、この場合ね、植民地化されてるの我々の方なんですよね。だからアメリカとか中国のような大企業がですね、我々を植民地化して、でも我々から吸い上げるものがなくなったら、また別のものからね、今度は吸い上げようとするわけで、多分永久にそれ止まらないんですよ。
だからそうなってくると、ね、また同じその帝国主義というか、パランティアがね、全てを支配するまで止まらないみたいなことになりかねないので、そうではなくてですよね、やっぱり植民地主義っていうのに限界があるっていうか、そうやって制御して使っていかないと、必ず間違った方向に進んでいっちゃうんだよっていうようなことを考えていかなきゃいけないかなと思います。そう。だから本当クリエイターを守らなきゃいけないし、AI でイラストをね、描かなくなった人がいたりとか、本当ね、ロボット工学三原則とかの話じゃなくなってるから、そうなんですよね。人類に対してもはやね、もちろん操ってるのはティールみたいな人なわけで、AI が意思を持ってるわけじゃないですけど、人類を攻撃してるわけですから、やっぱりね、なんとかしていかなきゃいけないなと思います。はい。やっぱね、植民地が増えるというか、まあだから結局そこにいる、すぐに何かそこから回収できるわけでもないし、やっぱエネルギーがいるとなると、やっぱ食い続けるしかなくなるっていうとこですよね。そうですね。だからやっぱ植民地拡大は、もうだから植民地を一つ作った時点で間違ってる。やっぱそこからだから永遠に作り続けなくちゃいけない。食べ続けなくては持たないっていうところだと思うので、やっぱそこはね、植民地、そう、だから、日本もそうだから、我が国が植民地いっぱい持ってました。そのせいで、朝鮮、DPR 系と韓国の圧力になってます、我々のせいでっていうところとか、台湾とかもそうです、香港もそうですみたいな。そこをね、きちんと認識しておかないと、やっぱ忘れる。被害者、戦争がもたらした日本の被害を知るのも大事なんですよ。なりたくないって思うためにあれは必要なんですよね。でもそれだけじゃやっぱ不十分で、自分たちがやってきた罪を見ることで、これをしちゃいけない。だからされたくないし、そうなりたくないと、しちゃいけないし、そうなりたくないを、どっちも持っておかないといけないなっていうふうに思うんですよ。やっぱネットにはびこる霊障系軍師君は、間違いなく徴兵されるので、軍師じゃいられないので、だからやっぱその、殺させないっていうのは上の人間に守らせなきゃいけないものなので、もちろんだから社会が殺させないっていう気持ちをしっかり出していかなきゃいけないっていうところを考える、ね。でもそうですね、ブルーカラー色の人たちは今までずっと機械化されて、ラッタイト運動とかも一時期ありましたけども、結局雇用を守れって言われなかったわけですよね。で、見捨てられてきたっていう面もあり、でもクリエイティブな分野だけ、人間の雇用を守るべきって言われてるのは、やっぱり差別意識の問題とかもあるかもしれないですね。ただね、本当これはAI で全部イラスト作るってのはさすがにありえないと思うし、それもだって人間の元ネタをやっぱり取ってるわけで、工業的なね、そういう人間の動きっていうのをトレースしてるロボットとはやっぱりちょっと性質が違うと思うので、ですね。だからどちらも食をちゃんと確保してくださいっていうところと、そう。だからそれはまた、なんでしょうね。似て非なるものじゃないですけど、AI がもたらしてる諸問題に対応を間違ってる。だから、そうだな。だからブルーカラーに助けられている人間は、そのブルーカラーを透明化してるせいで、言わない、言えない、わからない、認識してないっていうところだけど、そのイラストレーターとか、やっぱイラストってやっぱいろんなところで見かけるから余計に近いものだと思うから、自分の大好きなものが AI に取られたら困るって言えるっていうところかな。だからやっぱ想像力の欠如とか認識のその透明化されてて認識できてないっていうところはやっぱちょっとね、きちんと考えておかないといけないかなっては思う。思いますね。はい。ということでですね、なんだかんだで3時間ぐらい話してしまいましたけど、
ふうかさん今日はありがとうございました。ありがとうございましおた。招きいただいてありがとうございました。カラスマラジオのリスナーの皆様も、スカイとクローバーレツ、私とユニット組んでくださっているカラスマさんも本当にありがとうございます。今後ともね、反戦反差別でブレない VTuber として活動を続けていきますので、ぜひ皆様一緒に連帯してくださると嬉しいです。はい、今晩もどうぞありがとうございました。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価と引き続きよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。さて、そして、あれですよねっていうか、あれですよね。明日の話なんですけれども、ですね、ビホルダー、なんかすげえ難しい全体主義的監視ゲームだったんですが、まあ、これにまた2人で挑戦していこうと思います。サムネ毎回ありがとうございます。はい。また9時からですね、やらせていたゲーム実況の方やらせていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。本当に、これ2016年でしたっけ、ビホルダー。そうですね、確か。でもやっぱ、考えさせられることがいっぱいあるし、住人を監視するゲームなので、露悪的なのかなって思ってたけど、実際やってみたら全然そんなことなくて、逆に、痛烈に批判してる内容だったので、やっぱりカラスマゲーミングにふさわしいゲームをまた今回も選べたことにね、ほんとちょっと充実感を覚えつつ、だから楽しんでいただけるエンタメコンテンツとしてもお届けしたいし、創作に傷つけられない実況コンテンツ発信っていう信念にものっとって、それを両立させていけたらなって思ってますので、ぜひ明日も来てくださると嬉しいです。ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。よろしくお願いいたします。お疲れ様です。反戦反差別ということでですね、はい、少しはね、なんかいろいろね、辛いことも多いですけれども、連帯してね、勉強していけたり、いろんな意見を交換できたらいいなと思いますので、よろしく引き続きお願いいたします。お願いいたします。というわけで本日もありがとうございました。お疲らすでした。お疲らすでした。おやすみなさいませ。おやすみなさいませ。お疲らすでした。民主主義に乾杯。民主主義に乾杯。お疲らすでした。